のささやきの朗読や出動命令は深夜1時55分。単独事故、車両大破、運転手意識なしの可能性あり。そう通報が入った。町外れの旧道でガードレールの改修前から事故が多発している区間だった。現場へ到着するとヘッドライトの光が霧に反射して白く揺れ、道路脇には大破した車が横転していた。フロントガラスは蜘蛛の巣状に割れ、ドアは衝撃で歪み、タイヤは地面にめり込むように沈んでいる。事故の規模からして運転手は相当なダメージを負っているはずだった。俺と隊長は慎重に車へと近づいた。助手席側の窓は割れ、破片が散乱している。懐中電灯を向けて運転席を覗き込んだ。あれ？いない？運転手の姿がどこにもなかった。シートは後方に大きく押し戻され、シートベルトも切れた形跡がない。衝撃を受けたなら必ず体のどこかに痕跡が残るはずだ。だが車内に血痕は一滴もなかった。代わりに運転席の足元には奇妙な痕跡があった。土の上に片足だけの足跡が3歩分。それ以上は途切れ、霧の中へと消えていた。徒歩で移動をしたってことか。隊員がつぶやくが、足跡が片足分しか残っていないのが異様だった。もう片方の足跡は最初から存在していなかった。俺は周囲を照らした。ガードレールには車が接触した時の擦った跡がしっかり残っている。相当な衝撃だ。普通なら歩けるはずがない。バックミラーの破片が転がっていた。そこには誰かの指紋のような跡がべったりと付着している。事故直後に触ったとしか思えない新しい跡だ。運転手は？あと通報者は？俺が無線で聞くと、通信室から帰ってきたのは奇妙な返答だった。通報は無線が一度だけ自動接続されてきました。声は入っていません。ただバックグラウンドに呼吸音が。呼吸音。つまり通報者は電話の前にいたということだ。じゃあこの近くに倒れているはずだろう。そう言いながら車の反対側へ回った瞬間、霧の奥でカリッという小さな踏む音がした。足音は片足だけだった。俺たちはすぐライトを向けた。しかしそこには何もいない。ただガードレールに沿って伸びた足跡が急に2つに増えていた。
まるで途中で誰かが並んだように。俺は思わず隊長を見る。隊長も黙ったまま霧の奥を睨んでいた。その刹那、救急車の後部のドアがコンと内側から叩かれた。まだ誰も収容していないはずなのに。後部ドアを叩く音は一度きりだった。だが、そのコンが霧の中に溶けるように響き、救急車の車体がわずかに揺れた気がした。俺と隊長は目を合わせ、後部へと回り込む。ドアの前に立ち、慎重に開けた。中は空っぽ。ストレッチャーのシーツがわずかに波打っていたが、風が吹き込んだにしては揺れ方が不自然だった。誰か乗った形跡あるか？隊長が低い声で言う。床には砂利のような土が散っていた。靴の跡ではない。片足だけペタッと踏んだような丸い形状の土汚れが一つ。事故車の運転席の足元と同じあの土だった。さっきの足跡のやつ入ったか？俺がそうつぶやくと隊長は唾を飲んだ。入るはずがない。俺たちが外にいたとき、誰も近づいていない。一瞬、霧の向こうで、ザッ、ザッと草を踏む音がした。俺たちは同時に振り向く。ライトが照らしたのは、ガードレールの向こうに続く足跡。片足、片足、片足。その途中から急に二つ増え、並んで歩き始めるようにまっすぐ続いていた。二人になってる。声が震えた。だがその足跡は途中で突然途切れ、その先には何もない。土は濡れて柔らかく、足跡が残らないはずがない場所なのに。無線が突然ノイズを吐き、おい、戻れと聞こえた。声はマイクからではなく、救急車の中から聞こえたように思えた。俺たちは反射的に後部を見た。ストレッチャーのシーツがさっきより深く沈んでいた。まるで誰かが横になったまま、ゆっくりと起き上がろうとしているように。隊長がすぐにシーツをめくった。中には何もいない。ただシーツの中央に濡れた片足の跡が一つ。まっすぐと頭の方向へ向けて押し付けられている。俺は全身が泡立った。隊長は無言でドアを閉め、撤収だと声を押し殺した。署に戻り記録を確認すると、事故現場の通報者は運転席の人物という扱いになっていた。ただし発信源の番号は存在しない機種番号
と記録されていた。さらに奇妙だったのは、事故車の所有者情報。10年前に同じ旧道で単独事故を起こして亡くなった人物のものだった。そして添付された事故見分の写真。そこに写っていたのは、夜の霧の濃い中で救急車を見つめる片足だけの影だった。あの人形を拾った日の夜から俺の部屋は一人じゃなくなった。深夜山間にある古いドライブインに寄った。帰省中で長距離移動をしており、疲れが限界だった。店内は薄暗く、蛍光灯は半分ほどしかついていない。客はゼロ。街灯の白い光だけがショーケースをかすかに照らしていた。コーヒーでも買おうと自販機へ向かったとき、足元で何かを踏んだ。乾いたパキッという音。拾い上げると小さな古い日本人形だった。髪は乱れ、着物はほつれ、片目だけを閉じている。人形のそばには値札が落ちていた。売約済み3000円。売れているのに床に転がっている理由がわからなかった。レジは無人で店員の姿もどこにもない。仕方なく棚の上に人形を戻そうとしたが、そこで違和感に気づいた。棚には全く同じ人形が並んでいた。10体ほど。全部同じ顔。ただし並んでいる奴らは両目が開いている。俺の足元に落ちていたやつだけ片目が閉じていた。胸の奥がざわついた。これは触れてはいけない類だと直感で分かった。そっと棚に戻し店を出ようとした。だが出口へ向かう途中、またパキッと音がした。振り返ると棚に戻したはずの片目の人形が再び床に落ちていたんだ。戻した位置からどうやって転がったのかわからないほど棚から距離がある。気味が悪くなり、レジ前に置きっぱなしだった俺の荷物を取りに行く。しかし、そこで息を飲んだ。荷物の上にその人形が座っていたんだ。さっきまで床に転がっていたはずなのに、誰かが乗せたようにちょこんと置かれている。頭が真っ白になったが、店員を探そうと店内を見回した。店の奥の扉はわずかに開いており、暗闇しか見えなかった。その暗闇を見ていると、不意に背中がゾワリと泡立った。奥から何かがこちらへ視線を向けている。そう確信できる気配があった。俺はもう荷物ごと人形を持ち上げ、逃げるように店を出た。車に乗り込んでロックをかけ、深呼吸をする。ハンドルを握る手が震えていた。なぜあの人形だけが売り場から離れた場所に転がるのか。理解が追いつかないまま走り出した。ただその時はまだ間に合うと信じていた。しかし翌朝部屋の玄関を開けた瞬間、俺は終わったと思った。昨日置いてきたはずの人形が俺の靴の横に座っていたからだ。玄関にいた時点で人形はもう俺の家を知っていた。昨日のドライブインで置き忘れ、二度と関わらないつもりだった。だが、下駄箱の横に座ってこちらを向いているその姿を見た瞬間、思考が凍りついた。髪は濡れたように艶を帯び、片目だけ閉じたまま。だが、昨日よりもその閉じた目が深く沈んで見えた。まるで眼球そのものが奥へ引きずられているような。ありえない。車にも家にも鍵をかけた。人形が勝手に動いて入れる状況ではない。恐怖より先に混乱が押し寄せたが、
俺はそのまま人形をビニール袋に押し込み、ゴミ置き場へ持って行った。ようやく終わったと思った。だが終わりはそこからだった。夕方、仕事から帰って玄関を開けた瞬間、足元にコロッと何か硬いものが転がってきた。ビニールを破ったままのあの人形だった。袋は引き裂かれ、手足に細かい擦り傷がついている。ゴミ捨て場まで数十メートルある。誰かが持ち帰ってきたならわかる。だが、それなら玄関のチャイムを鳴らして置いていくだろう。人形の背に貼られていた値札が目に入った。売約済み、3000円。数字だけが昨日より濃くなっている。そしてその下に、細かく震える筆跡で新しく書き足されていた。持ち主、田崎。それは俺の名前だった。全身の血が引いた。札を触っていない。誰がこんなものを書き足した？玄関に置いた瞬間、人形の閉じた目がカタリと揺れた。沈んでいたはずの眼球の奥に黒い穴が覗いていたんだ。嫌な気配に突き動かされ、俺は再び袋に押し込み、今度は車に積んで市外の粗大ゴミ処理場まで運んだ。職員に事情を説明し、焼却ラインに直接流してもらった。人形は炎の中に消えていった。燃える瞬間、閉じていた目がかすかに開いた気がしたが、信じないようにした。家に戻る頃は深夜。もう大丈夫だと心のどこかで無理に思い込んでいた。だが寝室に入った瞬間で終わった。布団の上に人形が座っていたんだ。炎で焼け焦げて、片目どころか顔の半分が炭のように黒く崩れている。そして胸元には焦げた値札が貼り付いていた。返品不可。その裏側に赤い文字で小さく細かく震えるように追加されていた。売り場へ戻れ。何度燃やしても捨てても、この人形は元の場所に戻ろうとしている。だが、もう一つだけ確実なことがあった。人形は俺を持ち主だと認識しているということだ。人形は戻りたい場所を間違えていなかった。俺は震えながら布団の上の人形を見つめた。焼け焦げて形が崩れているのに、なぜか首だけは元の位置に戻っている。閉じた目の方が薄くわずかに震えていた。胸の値札、焼け焦げた返品不可。その裏に書かれた売り場へ戻れ。売り場、ドライブインの店内の棚。そこに戻りたがっている。だが、なぜ俺の部屋へ来る？そんなことを考えていると、部屋の空気が不意に変わった。湿って、重く、まるで誰かがすぐ背後に立っているような気配だった。耳元で髪が擦れる音がした。値札の髪が誰かに引っ張られているような音だった。怖くなって部屋から飛び出し、車の鍵を掴んで外へ走った。深夜の道路を無我夢中で走り続け、例のドライブインへと向かった。山の闇の中に白い街灯がポツンと浮かび、まるで待ち構えているようだった。車を止めて店に近づくと、自動ドアが勝手に開いた。誰もいない店内。昨日と同じ蛍光灯の半分だけがつき、ショーケースだけが薄く光っていた。棚を見た瞬間、呼吸が止まった。人形が10体並んでいる棚、その一番奥に焼け焦げたあの人形が座っていたんだ。まるで最初からそこにいたかのように。だがおかしい。10体のはずが11体になっているんだ。燃やして消えたはずがなぜ増えている？近づこうとした瞬間、棚の下からコトッと音がした。しゃがんで覗き込むと、俺が乗せた覚えのない買い物かごが置かれていた。
カゴの底には昨日拾った最初の値札が貼られている。売約済み3000円。その横に新しく書き足された赤文字。お支払いは持ち主本人。意味が分かった瞬間、背筋が冷えた。ここへ戻したのではない。ここまで俺を戻させたんだ。人形自身が売り場に帰るのではなく、持ち主である俺を売り場へ連れ戻した。そして棚の11体すべての人形がゆっくりと同じ速度で片目を閉じた。焼け焦げた人形も棚の奥のやつも全部同じ動き。棚の上で小さな口が開いた。声ではなく息のような音が漏れた。帰れ。俺は反射的に後ずさった。だが足が何かにつかまれた。足首に冷たい指が絡みつく感触。しゃがんでみた時にはもう遅かった。棚の下の暗闇から墨のように黒い腕が伸び、俺の足を店の奥へと引きずり込んだ。踏ん張る間もなく体が床を滑った。棚の下から覗く何十もの目。そのすべての目線が俺に合わさっていた。最後に見えたのは、棚の一番手前の人形が胸の値札をこちらへ向けて掲げる姿だった。焦げた紙にははっきりとこう書かれていた。売り場に戻すもの、持ち主。それがこの店の返し方なんだ。失踪した女性の捜索要請が入ったのは山あいの渓谷だった。ハイキングコースから外れ、携帯の電波が途切れたあたりで連絡が途絶えたという。夏でもひんやりとした空気が流れ、川の音だけが延々と響いている。俺たち救助隊は早朝から山に入り、足跡と遺留品の有無を確認しながら進んでいた。最初に見つけたのは白いハンカチだった。端の縫い目に名前の刺繍がある。綾乃。失踪した女性と一致した。マーキングして回収するぞ。隊長の指示で位置を記録し、ビニール袋へと収納した。それから300メートルほど進んだ時だ。草の根にまた白いハンカチが落ちていたんだ。同じ刺繍、同じ折り目。こんな偶然はない。誰かが回収したものを落としたのかと思ったが、袋は閉じたまま俺の胸のポーチに入っている。念のため回収し、ログを残す。捜索範囲を広げて進むと、今度は岩場の上に同じものが置かれていた。まるで進行方向を示すように、誰かが意図して置いたかのように見える。悪ふざけか？隊員の一人がつぶやいた。だが、この山に他の登山者はいない。夜明け前にゲートを閉じたのは俺たちだ。やがてハンカチは毎回必ず進行方向の先に現れるようになった。崖の下、倒木の隙間、川のほとり。落ちるはずのない場所に白い布が静かに置かれている。それを拾うたび
背中がじんわりと汗ばむ。まるで見えない誰かが俺たちを導いているようだった。そして4枚目を拾った瞬間、渓谷の奥から女の笑い声がかすかに響いた。笑い声が聞こえた方向は捜索ルートから外れた崖沿いの獣道だった。風の音ではない。確かに人の喉で鳴らした音だった。俺たちは慎重に距離を詰め、ハンカチを落とすように点々と続く方向へと進んでいった。途中、俺は違和感に気づいた。拾ったハンカチをすべて並べると、刺繍の糸のほつれ、角の折れ方まで完全に一致している。洗濯の縮みや汚れの入り方まで同じ。つまりこれは複数あったのではなく、同じ一枚が何度も現れている。その時だ、先頭の隊員が小声で呼んだ。なあ、見ろよあれ。倒木の向こうに白いハンカチがまた置かれていた。しかも今しがた拾ったばかりのものと全く同じ折り目で。俺はポーチを開いた。だが中を見た瞬間、背筋がこわばった。入れておいたはずのハンカチが一枚もない。ジッパーを閉じたまま落とした形跡もない。袋に入れたはずの同じハンカチがなぜか全部消えているんだ。その代わりに奥底に湿った土の匂いがこびりついていた。隊長が言った。誰かに拾われて先回りされてる可能性もある。むやみに動くな。理屈としては正しい。だがこの山で俺たちより先に動ける者がいるだろうか。ゲートは閉じ、車もない。夜明け前の急な山道を素足で移動できるような人間がいるのか。ふと足元の土が湿った音を立てた。川から離れ乾いた区域に入ったばかりなのに、俺の靴の裏にだけぬるりと粘る感触がまとわりついた。ライトを向けると、地面に女性の裸足の跡が数メートル先まで続いていた。明らかに俺たちより軽い歩幅で、明らかに俺たちより軽い歩幅で、その後のすぐ横にまた同じハンカチが置かれている。拾った瞬間、背後で木々が揺れ、風とは違う速度で何かが横切った。俺たちは思った。これは導いているのではない。近くでずっと俺たちを見ていた何かがハンカチを運んでいる。裸足の跡は渓谷の奥へと続いていた。その先は行き止まりの崖。それでも足跡は濡れたまま伸び、また同じハンカチが置かれていた。拾い上げた瞬間、ハンカチは湿っていた。手に伝わる
生ぬるい水分。まるで持ち主の息がまだかかっているような湿り方だった。隊長が指示を出した。周囲を確認。皆、声を出せ。生存者がいるかもしれない。俺たちは名を呼び続けた。だが、帰ってきたのは山の反響ではない。助けて。お願い。ここよ。と、声は女のものだった。しかし、方向が定まらない。崖の上から、背後から、頭上から、まるでここ全体から響いてくるように聞こえてくる。そして崖の縁にそれは立っていた。白いワンピース、長い髪。夜でもわかるほどびしょ濡れで、腕から水が滴り続けている。綾野さんですか？呼びかけた隊員がライトを向けた。その瞬間、その女性の影がスーッと薄れた。まるで霧が光に溶けるように輪郭が崩れて消えた。しかし崖の縁には確かに足跡が残っていた。裸足の跡、そして水滴、そしてその中心にまた同じハンカチ。証拠として袋に入れようと伸ばした俺の手が止まった。ハンカチの刺繍部分に小さくこう書かれていた。後ろ。息が詰まった。振り返るな。そう思ったのに、体が勝手に動いてしまった。背後の木の陰に女が立っていた。ただ濡れた腕だけがゆっくりと持ち上がっていた。次に目を開けた時には、俺は担架で運ばれていた。崖の縁で意識を失って倒れていたという。そしてハンカチは見つからなかった。だが俺の胸元、救助服のポケットだけがぐっしょりと濡れていた。袋は閉じたまま。中には何もないはずなのに、今でも消えない濡れた跡がある。それが乾いたとき、次は俺が落ちる番なのかもしれない。現場は小さなアパートの一室だった。通報内容は隣室から悲鳴が聞こえた。到着した時には静まり返っていて、住人の姿はどこにもなかった。部屋の中は荒らされた様子もなく、テーブルの上のコップも倒れていない。だが玄関の床だけが妙だった。くっきりと片方の手形が残っていた。指が長い。異様に長い。人間のバランスとは明らかに違う長さで、床材にべったりと押し付けられた跡が残っていた。鑑識班の先輩がしゃがみ込み、ライトで
角度を変えながら観察した。手の形だけど、これは何だ？俺も横にしゃがんで覗き込む。男性の手としても女性の手としても奇妙すぎる。5本指なのは同じなんだが、第二関節の位置が不自然に奥まっている。まるで指を曲げる位置そのものが違う生き物みたいだった。先輩は慎重に手袋をはめ、手形の端にそっと触れた。すると床に触れた指先がわずかに震えた。暖かいな。誰かが触れたのはついさっきって感じだ。部屋には誰もいないし、他に出入り口もない。少なくとも俺たちが来た時にはこの部屋の空気は冷えていた。かすかな違和感を覚えながら室内を一通り確認して外へ出た。痕跡の詳細は翌朝まとめて再確認することになった。夜が明け、再び現場に入ると、先輩が真っ青な顔で立ち尽くしていた。おい、こっちに来て見てみろ。指さされた玄関の床を覗いた瞬間、背中がスッと冷えた。昨夜に見た手形が違う形に変わっていた。指の長さも関節の位置も触れた面積すら一致しない。むしろ別人の手と言っていいほど全く別の形状になっていた。先輩の声が震える。俺、昨日ここに触れたよな。あの形、覚えてるよな。覚えている。そこにあったのは人間ではない形の手だ。だが今ある手形は昨日よりさらに人の形から離れていた。前日に見た手形と翌朝の手形はまるで別物だった。床材のくぼみ方すら違う。指は5本のままだが、今朝の手形は指の太さが均一ではなく2本だけ異様に膨らんでいた。まるで何かが中から膨れている途中の形。そんな印象だった。先輩が無言でカメラを回し続ける。表情がこわばっている。鑑識として何百件も現場を見てきた人間が声を失うほどの異様さだった。これは昨日のとは違いすぎる。経年で変形する類じゃない。俺もライトの角度を変えて観察する。そして気づいた。手形の中心だけがかすかに湿っている。外側は乾いているのに、中央だけは昨夜と同じ温度を残していた。先輩、これ。言いかけた時だった。コンと部屋の奥から何かが床を叩くような音がした。二人で目を合わせ、玄関を離れて
室内へ入る。家具は昨夜のまま動いていない。倒れたものもない。だが空気が妙に重い。換気しているはずなのに湿気が抜けない。キッチンを抜け、奥の寝室のドアに手をかけた瞬間、先輩が小声で言った。おい、聞こえるか？耳を澄ます。コン、コン、と一定の間隔で続く乾いた音。だが、それは物音というより、指で床を叩く音に近かった。寝室のドアを開ける。室内には誰もいない。ただ、床の一角だけ影が濃い。そこにライトを向けた瞬間、喉が詰まった。床に新しい手形があった。それはさっき玄関で見たものよりさらに崩れ、指の数が6本に増えていた。増えてる。先輩の声はかすれていた。さらに不可解なのは、その6本指の手形が奥の壁に向かって移動をしているように配置されていることだった。連続した手形が這うような軌跡で点々と残り、壁際の暗がりで途切れている。呼吸が細くなる。この部屋には誰もいないはずだ。だが痕跡だけが増えている。先輩が壁の前でしゃがみ込んだ瞬間、俺の首筋に風が当たった。その部屋には風の通る場所なんてどこにもないのに。背中を這うような気配とともに、壁際の暗がりがゆっくりと揺れた。まるでそこに何かが立ち上がろうとしているように。壁際の暗がりが立ち上がるように揺れた瞬間、全身の毛が逆立った。そこには影しかないはずなのに、黒い輪郭がゆっくりと伸び、人の肩の位置ほどの高さまで形を持ち上げていく。先輩が息を飲み、そっと後ずさる。俺もライトを向けたが、光が当たっているのに影は消えない。むしろ濃く深く床に縫い付けられたように揺れていた。次の瞬間だった。パタン。床に新しい手形が落ちた。何もない空間から、まるで透明な存在が手をついたように淡い跡がじわりと浮かぶ。指は7本。昨夜よりも今朝よりもさらに人の形から離れていた。その手形がゆっくりと俺たちの方へと近づいてくる。一つまた一つと増え、床を這うように連なりながら。先輩の声が震えた。動いてる。手形が今ついてる。逃げなければと思った瞬間、壁際の黒い影がふっと形を変えた。
倒れたような細長い影が人の膝ほどの高さにしぼみ、次に獅子のような形に伸びた。それは生き物の動きとは言えなかった。関節の向きがそもそも違う。腕と足の区別が曖昧で、影だけが地面に張り付いて滑るように動く。先輩が叫んだ。引け。暗がりの影がこちらへ向かう。その瞬間、足元の床が沈んだ。影の中心が波打ち、7本指の手形が俺の靴の甲を掴むように広がった。冷たい。だが触れている感触がある。空気でも錯覚でもない。何かが確実にそこにいた。踏み抜くように足を引き剥がし、先輩と無我夢中で部屋を飛び出した。階段を駆け下り、外の空気を吸った瞬間、背中の凍りつくような重さが抜けた。振り返ると、アパートの扉の隙間から薄い影がスッと引っ込むのが見えた。そして翌日、鑑識の報告書に例の手形の写真が整理されていた。昨夜5本、6本、7本と変わった手形の比較が並んでいるはずだった。だがそこにあった写真はどれも同じ。どれも完全な人間の手形として写っていた。形も関節も指の数すら全部正常な5本指になっていたんだ。先輩が報告書を握りしめてこう言った。俺たちが見たあれが本物で、写真の中が偽物なのか、あるいは逆か。どちらが本当かなんてもうわからない。ただ一つ確かなのは、あの日俺たちが逃げ出すとき、背中にまとわりついていた冷たい重さが今も時々不意に肩に乗ることがある。まるであの影がまだ形を探し続けているかのように。あれは俺が中古車販売店に入って3年目の頃だった。名義変更の手続きなんて数をこなせばなれる。多少の不備があっても書類を整えれば問題なく進む。そのはずだった。あの日店に入ってきたのは黒のステーションワゴン。塗装は綺麗で走行距離も少ない。なのにどこか使われていない匂いだけが車体から漂っていた。持ち込んだのは若い夫婦で、事情を聞くとこう言った。親戚が急に手放したくなったらしくて、名義変更だけお願いしたいんです。理由を聞いてもはぐらかされ、夫婦は必要書類だけ置いて帰っていった。ただ車のドアを閉めるとき、奥さんが一瞬だけ車内の後部座席を見て固まったのが気になった。その視線の先には何もなかった。ただのシートだ。それなのに妙な居心地の悪さだけが残っていた。書類を持って事務所へ戻り、通常通り名義変更の入力を始めた。
前の所有者欄に記載された名前を打ち込み、車体番号を確認し、最後にシステムへ送信する。その瞬間、画面に赤いエラーが出た。この所有者は登録できません。原因不明のエラーは珍しくない。ネットワークが弱い時や書類の微妙な不整合があれば、こういう表示は出る。だが不思議なことに、詳細エラーの部分が空白だった。理由が何も記されていない。再度送信しても同じ表示。別端末でも同じ。車体番号の入力をやり直しても変わらなかった。まるで、この名前だけを受け付けないように拒否している。嫌な気配を感じながらも、念のため車検証の前の所有者を確認した。そこには、丁寧な筆跡で一人の男性の名前が書かれていた。ただその名前を見た瞬間、背筋に冷たいものが走った。午前中、夫婦が帰る直前に言い残した言葉が頭に浮かんだからだ。この車、早く手放した方がいいって、あの人がずっと言っていたんです。あの人は誰なのか、なぜそんなことを言ったのか。そう考えていると、不意に事務所の奥から風が抜けたような音がして、書類の束が一枚だけ裏返った。それは、名義変更用の2乗。書きかけの欄に薄く汚れた指の跡がついていた。人が触った跡ではなかった。紙の上に水滴が落ちて乾いたような輪郭のぼやけた跡。その指の跡がちょうど所有者の欄を隠すようについていた。紙に残った指の跡が気になり、事務所の明かりを少し落として角度を変えて見てみた。乾いた跡のはずなのに、光が当たると濡れているように見える。まるで、ついさっき触られたばかりのようだった。ゾワッとして手を引っ込めた瞬間、店の奥でピッと音がした。車のスマートキーを押した時になる、あの確認音に似ている。だがキーは俺のデスクの上に置いてある。裏口へ向かうと、黒いステーションワゴンのハザードが一度だけ点滅した。暗い整備場にぼんやりとオレンジの色の光が広がる。誰も近づいていない。鍵も触っていない。なのに車だけが自分の存在を伝えるみたいに光った。嫌な感覚を抱えたまま、車内の確認をするためにドアを開けた。シートには何もない。ただ奥の後部座席だけが妙に沈んで見えた。乗っていないのに、誰かが座った後のように中心が少しへこんでいる。ライトを当てるが、汚れや破れはない。それなのに、シートの布だけが少し湿って光っていた。目を凝らして触れようとした瞬間、トンと後部座席のどこかで小さく叩く音。人が指で軽くシートを触ったようなごく弱い音。背中に冷たい汗が流れた。視線を座席の足元へゆっくりと下ろす。そこで見えた。マットの手前に濡れた裸足の跡が片方だけポツンと残っていた。子供でも大人でもない、大きさのよくわからない形。踏み出した直後のように輪郭がくっきりとしていた。思わず後ずさり外へ飛び出した。心臓が胸の奥で鳴り続け、手が震えてドアを閉めることさえうまくいかなかった。深呼吸をして事務所へと戻り、もう一度名義変更の入力を試すことにした。原因を突き止めない限り、この車は販売もできない。デスクに戻り、端末を開き、所有者欄にさっきの名前を入力し直す。指が触れるたび、さっきの濡れた跡が頭から離れない。送信ボタンを押す。エラー音が鳴り、画面が真っ赤になった。だが今回は表示が違っていた。この所有者はすでに抹消されています。抹消という言葉は
通常は廃車の意味だ。所有者が個人の場合、この表記は絶対に出ないはず。なのに画面の下にはさらに不可解な表示が続いていた。データ照合不可、記録に存在しません。前の所有者が存在しない。そんなことはありえない。車検証にも任意状にも名前は確かに記されている。俺が混乱していると、隣の端末が勝手に起動した。誰も触っていないのにカーソルが動き、検索欄にゆっくりと文字が入力されていく。前の所有者。まるで誰かが調べろと指示しているみたいだった。検索欄に勝手に入力された前の所有者という文字。背中が冷たくなるのを感じながら、俺は仕方なく検索ボタンを押した。数秒の読み込みの後、画面には一行だけ表示された。該当人物なし。それだけ。住所の記録も生年月日も過去の所有者も出てこない。まるで最初から誰もいなかったみたいに。だが次の瞬間、画面が勝手にスクロールし、別の欄が開かれた。住民情報でも保険履歴でもない。自己記録。そこには一件だけ薄い灰色の文字でこう記されていた。死亡、車内にて発見。状況、後部座席にて固定姿勢。搬出困難のため車体一部切断。発見時、衣服及び皮膚の一部は濡れた状態。後部座席という言葉を見た瞬間、脳裏にあの一つだけ残った裸足の跡が浮かんだ。あの湿り気、あの沈んだシート、すべてがつながってしまった。息を整えようとしたとき、突然事務所のドアが勝手に開いた。風は吹いていない。外に誰もいない。なのに、ドアはゆっくりと誰かが押すように開いていく。その隙間から何かが床に落ちた。水滴だった。一つ、また一つと、ポタリと落ちて円を作る。その円はまるで足跡が近づいてくる形で並んでいく。俺は立ち上がり後ずさった。視界の端で落ちる水滴が左右に揺れながら進むのが見えた。後部座席のあれがここに来ている。そう理解した瞬間、事務所の照明がふっと消えた。真っ暗になり、足音も息遣いも聞こえない。その代わりに、耳元で濡れた布同士が擦れるような音がかすかに響いた。次の一滴が俺のすぐ足元に落ちた。明かりが戻った時、床にははっきりと裸足の跡が2つ。俺の足と向かい合うようにまっすぐ並んでいた。動けずに固まっていると、デスク上の端末が勝手に操作され、名義変更画面が開かれた。入力欄が一つずつゆっくりと埋まっていく。所有者名の欄に前の所有者の名前が勝手に入力された。エラーを繰り返していたはずのシステムが今度は何の警告も出さず最後の確認画面へ進んだ。そして画面に白い文字でこう表示された。名義変更完了。心臓が凍りつく。これは生きている人の名義変更ではない。車は元の所有者へ戻っただけだ。事務所の奥からたった一度だけ軽い音が聞こえた。後部座席で聞いたあの音と全く同じだった。そのサイトを最初に知ったのは夜勤続きで心が荒れていた頃だった。人間関係も仕事もうまくいかず、焦りだけが積み上がっていく日々。そんな時、同僚の篠原が突然会社を辞めた。
退職理由は体調不良。けれど、送別の場にも姿を見せず、スマホもつながらなかった。不自然すぎた。彼とは仲が良かっただけに余計に胸騒ぎがした。だが数日後、篠原から唐突にメッセージが届いた。深夜2時、ひどく震えた文章。助かった。あのサイトで全部片付いた。意味がわからなかった。続けて送られてきた URL を開くと、白いフォームだけが表示される簡素なページだった。身代わりを登録できます。そう書かれたタイトルの下、名前と生年月日を入力する欄。その下には、あなたの代わりに追ってほしいことを記入してください、とだけあった。怪しいにも程がある。冗談かと思い篠原に電話をしたが、全然つながらなかった。既読すらつかず、メッセージアプリは沈黙した。次の日、篠原の SNS が突然更新された。しばらく実家で療養します。そんな文面と元気そうに笑った写真。だがその笑顔がどこか空っぽに見えた。気になって夜のテンションのままサイトをもう一度開いてしまった。半信半疑のまま試しに入力欄に打ち込んでみる。名前、生年月日、そして最後の欄には仕事の失敗の責任と書きかけてやめた。冗談でも書いていいものではない。フォームを閉じようとした瞬間、画面が白く弾けた。登録が完了されました。と勝手に表示された。背筋が固まった。慌てて確認をすると、入力欄は全部空白のままになっている。なのに完了の文字だけが画面の中央で脈打つように揺れていた。次の瞬間、スマホが震え新しいメッセージが通知された。差出人は篠原。次はお前の番らしい。意味がわからず息が止まった。画面に戻ると新しい文字が自動で表示され始める。身代わりの準備をしています。部屋の空気がゆっくりと沈んでいった。まるで何かが近づいてくる前触れのように。空気が重い。冷房もつけていないのに部屋の温度だけが急激に下がっていく。スマホの画面にはまだ身代わりの準備をしていますの文字が点滅をしていた。意味がわからない。俺は何も入力していない。登録なんてしていない。だというのに完了と表示された。篠原が言っていたあのサイトとどう関係しているのか。スマホを置き深呼吸をした。ただの悪質広告かもしれない。深夜の疲れが見せている幻覚かもしれない。そう自分に言い聞かせた瞬間、玄関の方でわずかな音がした。コンと控えめに何かが触れたような音。ドアノブに手をかけたような金属の触れ。一度きりではない。数秒おきに規則正しく触れている。嫌な予感がした。息を潜め、そっと玄関へ近づいた。ドアの向こうからかすかな呼吸音が聞こえた。ゆっくり吸い、ゆっくりと吐く。知らない人間の呼吸だ。深夜2時を過ぎ、訪ねてくる相手なんていない。スマホが震えた。画面には新しい通知。身代わりの到着を確認しました。胃がねじれるような感覚が走る。何が到着したのか考えたくなかった。ドアスコープを覗こうと手を伸ばした瞬間、内側の金属にピタリと誰かの指が当たった気配がした。指先一つ分の重みがスコープの向こうから伝わってくる。自分の指ではない。誰かが外から触れている。それもスコープを覗かせないように
塞ぐかのような位置で、息を潜めて後ずさる。その瞬間スコープからコンと軽く叩く音がした。一度、二度、三度。一定のリズム。そしてスマホが再び震えた。身代わりに選ばれた者が扉の前にいます。今外に立っているそれが誰の身代わりなのか。篠原が言っていた、次はお前の番らしい、という言葉が頭の奥で鈍く響いた。意味のわからないまま交代をしていると、玄関のドアがわずかに沈んだ。ノックではない、押されたんだ。内側に向けてそっと。しかし確実に。ドアノブがカタリと揺れる。鍵はかけてある。だがその揺れ方が普通ではなかった。まるでノブを握る手の指が余っているかのように細かく震えていた。その時玄関の足元に影が一つ落ちた。ドアの下の隙間に黒い指のような影が2本ゆっくりと伸びてきた。匍匐するように動き、部屋の内部へ触れようとしている。スマホの画面にはまた新しい文字。開けるか、受け取られるか。身代わりは一つだけです。この状況で開けるなんてありえない。だが、受け取られるの意味もわからない。篠原はこれを経験したのか。だからあの空っぽの笑顔になったのか。影がゆっくり、じわじわとこちらへ寄ってきている。逃げ場がない。呼吸を整えたつもりでも胸が苦しく、足が震えて言うことを聞かない。その時玄関の向こうで聞き覚えのある声がした。お前か？篠原の声だった。だがその声の響きは生身の声ではなかった。空洞の奥から響くような湿った響き方をしていた。篠原の声が消えた玄関の向こうは沈黙していた。生きている人間の気配ではない。呼吸のリズムも体の揺れも全く感じられない。しかしそこに何かがいるのは確かだった。ドアの下の隙間に伸びていた影はゆっくりと形を変えた。細い指が3本、4本と増え、床に触れたまま部屋の中へ潜り込もうとする。油の膜のように動き、まるで探るようにさまよっている。スマホが震え、画面に新しい文字が浮かんだ。身代わりの受け取りを開始します。耳鳴りがした。どうすればいいのかわからない。開けるのは論外だ。逃げる場所もない。ただ立ち尽くすしかなかった。その瞬間玄関の向こうから再び声がした。助かったよ。篠原の声。しかしその響きは生きた声ではなかった。口ではなく、どこか別の場所から鳴っているような湿り気を帯びた響きだった。足元の影がスッと形を縮め、玄関の方へ引いていく。次の瞬間、ドアノブが静かに回り始めた。カタ、カタ。ゆっくりと確実に。鍵をかけているのになぜ回るのかはわからなかった。内側の空気だけが重く沈み、心臓の音が響く。影がドアの隙間からわずかに覗いた。まるでこちらを覗き返すように。その時、スマホの通知が重なるようになり続けた。画面いっぱいに文字が溢れ出る。選択を受理しました。代償はあなたのそばに移行しました。身代わりの登録者、篠原。対象、あなた。胸の奥がヒヤリとした。意味が理解できた瞬間、胃がねじれるように苦しくなった。受け取られたのは俺ではない。俺の代わりが
もう選ばれたんだ。足元で影が完全に引いていき、音が消えた。玄関の向こうの気配もふっと途切れた。静寂だけが残る。崩れ落ちるように床に座り込み、少しの間呼吸だけを整えた。助かったのか。そう思った瞬間だった。スマホが最後の通知を落とした。身代わりは正常に機能しています。画面の下に小さなフォームが一つだけ追加されていた。あなたが選んだ身代わりの名前、篠原。俺は選んでいない。そんなこと一度もしていない。なのに文字ははっきりと表示されていた。玄関の隙間を見た。さっきまで影がいた場所にはもう何もいなかった。ただ外の廊下の奥の方から小さく何かを引きずる音だけが遠ざかっていく。それがもう篠原なのか、それとも別の何かなのか判断できるはずもなかった。ただ一つだけ分かってしまった。あのサイトに一度でもアクセスした瞬間から誰かの代わりになる仕組みなんだと。その夜以来、俺のスマホには毎晩決まった時間に通知が届く。身代わりは今日も無事でした。まるで俺の代わりがまだどこかで働かされ続けているかのように。あのバスツアーに参加した日のことを思い返すと胸の奥がざわつく。観光地を巡る2泊3日。仕事続きだった俺には少しの休息のつもりだった。朝の集合場所はひんやりとしていて、参加者は眠たげに乗り込んでいく。俺は窓側の席を選び、軽く息をついた。バスが動き出すと、車内の空調の音とガイドの柔らかい説明がゆっくりと混ざり合う。そんな穏やかな空気の中で、それは突然視界に入った。山へ向かう道の途中、ガードレールの外側に一人の女の子が歩いていた。白っぽい上着に薄い色のスカート。肩までの髪が風に揺れている。小学生くらいに見えた。最初はただ近くの家の子かと思った。だが次のカーブを曲がった先にもその女の子がいたんだ。また歩いている。同じ速度で、同じ向きで。バスを追うでもなく、離れるでもなく、ただ隣の道を歩いている。俺は思わず身を乗り出した。距離も高さもあるのに、目線が合いそうなほど近く感じたんだ。だが周りの乗客は誰も気づいていないようだった。ガイドは資料をめくるのに夢中で、運転手も前だけを見ている。バスはさらに奥の山道へと入っていく。カーブが続き、橋を渡り、小さな集落の前も通過した。なのに女の子はまたそこにいたんだ。今度は舗装されていない脇道を歩いていた。足元は石ばかりなのに転びもしない。姿勢を変えないまま前へ前へと進んでいる。俺はさすがにおかしいと思い、隣の席の中年女性に声をかけようとした。しかし、その一歩手前で躊躇した。もし見えているのが俺だけだったら、そう思った途端、急に声が出なくなった。バスは観光地近くの湖沿いへ差し掛かった。朝の光が水面に広がり、景色は一気に明るくなる。客たちが窓の外に目を向け、歓声が上がる。その瞬間、湖の向こう側の細い砂利道に、また女の子が立っていた。歩いているのではなく、こちらを見ている。距離があるはずなのに、表情までわかりそうなくらいはっきりと見えた。ただその顔は、
妙にのっぺりとしているのではない。遠すぎるのに輪郭だけがやけに近く感じる。そんな不自然な見え方だった。息が詰まるような違和感を覚えたとき、ガイドが突然アナウンスした。では間もなく湖畔の休憩所に到着しま。ガイドの声が突然途切れた。運転手の前に吊るされていたミラー、そこに映った後方の景色にあの女の子が映っていた。今俺が見ている窓の外ではなく、バスのすぐ真横に立っている。ありえない距離だ。バスは走っているのに、まるで並んでついてきている。ミラーの中の女の子の顔がわずかに傾いた。その瞬間、理由もなく背中が固まった。女の子は歩いていたわけではない。最初からバスの外側に張り付いていたんだ。そう思った途端、急に呼吸が乱れ、胸がギュッと縮むようだった。休憩所までまだ十数分残っていた。俺はその十数分が永遠に感じられるほど、窓の外から視線を外せなくなっていた。休憩所へ向かう道のりはいつもよりはるかに長く感じた。ミラーに映った女の子は依然としてバスと同じ速度で並んでいる。歩幅も腕の振りも見えない。ただ滑るように横を進んでいる。俺は怖くて窓に寄れなかった。けれど視界の端にどうしても入ってしまう。わずかな影の動きだけでそこにいると分かってしまった。ガイドが明るく声を出した。次の休憩所で少し長めの休憩になります。トイレなど。途中から声が震えている。ガイドも気づいているんだ。運転席のミラーの横に立つ子。運転手は前だけを見ながらハンドルを強く握っていた。指の血の気が引いている。数分後、バスが左カーブに差し掛かった。その瞬間、車体がわずかに傾き、外の景色が開けた。そして俺は見てしまった。窓に映った自分の横に女の子の顔が張り付いていた。表情はない。口も目も動かない。ただこちらを見ている形だけがある。俺は思わず目をそらした。だがその直後、指先にひんやりとした感触が触れた。コンと窓の外側から小さく叩く音がした。まるで気づいているよねというみたいに。乗客たちがざわっとした空気をまとい始める。誰も何が起きているとは言わないが、全員が視線を伏せている。さらにバスが走り、木々の切れ間を抜けた時だ。外の道の影が動いた。女の子が今度は先回りをしていたんだ。崖沿いの細道に立ち、こちらに向かって首を傾けている。その姿を見た瞬間、胸の奥がキュッと縮んだ。歩いて追いつける速度ではない。あれはどう見ても人の動きではなかった。ガイドが震える声で叫んだ。もうすぐ休憩所です。皆さん、そのままで。前方に木造の建物が見えた。観光客で賑わうはずの休憩所だ。だが近づくにつれ、景色の隅が妙に暗く見えた。光が吸い込まれるような影が建物の裏側に落ちている。バスが減速し、停車準備に入った瞬間、窓の外の女の子が急に消えた。風もないのに髪一筋残らず、ただ消えた。その時俺は悟った。あの子は歩いて追っていたんではない。バスがどこへ向かうのか最初から全部知っていた。そしてここで待っている。
休憩所に近づくほど胸の奥のざわつきは強くなった。女の子が消えたはずなのに、バスの周りの空気だけが重い。まるでどこかにもう乗っているというような圧が車内に入り込んでいた。バスが停車し、乗客が順に立ち上がる。ざわつく声、足音。けれど俺は席から動けなかった。窓の外に消えたはずの影がもう一度現れる気がして。ガイドが笑顔を作りながら言う。では、30分ほどの休憩になります。外は足元が悪いので。その時通路を進んでいく乗客たちが急に避けた。誰もいない空間を避けるように。俺は息を飲んだ。誰にも見えていないだけで、そこには何かが通っている。ゆっくりと出口へ向かって。ドアが開くと冷たい風が一気に流れ込んだ。まるで何かを歓迎するように、ぐっと空気が引かれる。客たちが外へ出る中、俺はついに見てしまった。バスの階段の一番下に女の子が立っていたんだ。さっきまで顔が遠くに見えたのに、今ははっきりとわかる。目だけが妙に大きく、黒く沈んでいる。笑ってもいないし、泣いてもいない。ただ待っていたように立っている。俺と視線があった。体が固まったその瞬間、女の子は一歩だけ前へ出た。足音はない。影も薄い。けれど確実に近づいてきていた。どうかしましたか？とガイドが後ろから声をかけてきた。俺は振り切れないまま、かすれた声を絞り出した。子供が、外に。言い終える前に、ガイドが不思議そうに眉を寄せた。子供？この休憩所、今日は団体さんだけですよ。その声を聞きながら俺は、もう一度ゆっくり前を見た。女の子がすぐ目の前にいた。階段の段差を無視した高さで立っている。足は地面についていない。スカートの裾だけが風もないのに揺れていた。次の瞬間、女の子の口がゆっくりと開いた。声は出ていないはずなのに、はっきりと聞こえた。見つけた。その言葉と同時に、視界がぐにゃっと歪んだ。足元が崩れるような感覚に襲われ、思わず背中側へよろめく。気づけば女の子の姿は消えていた。だが階段には、泥のついた裸足の足跡が2つ残っていた。外ではない、バスの中へ向かう形で。ガイドが血の気を失った顔でつぶやいた。靴、履いていない子なんて、誰も。俺は返事ができなかった。それよりも、背後の通路から聞こえてきた軽い足音の方が何倍もはっきりと聞こえていた。パタ、パタ、とゆっくりと俺が座っていた席の方へ戻っていく足音。振り返れなかった。だが全員が知っていた。女の子は窓の外を歩いていたわけではない。最初からずっとバスの中に入るタイミングを窓越しに探していたんだ。深夜の配送をしていた頃、忘れられない K に出会った。最初は偶然だと思った。首都高から一般道へ降りるカーブで、一台の白い軽自動車がバックミラーに映った。薄い白色の車体。ナンバーは見えにくいほど汚れていた。深夜3時の道路はほぼ無人で、その K だけが一定の距離を保ちながらついてくる。
配送中によくあることだと流していた。だが、その一定の距離が気になった。トラック特有のスピード変化にピタリと合わせてくる。こちらが止まれば向こうも止まる。こちらが走れば数秒遅れて追いかけてくる。人為的というより、見えない紐で引かれているような動きだった。最初の異常はその後すぐに起きた。信号待ちで止まった時、K がこちらの真後ろで急停止した。普通ならライトで影が揺れるのに、その車はライトをつけていなかった。ライトがないのに、車体の奥に誰かが動いた気配があった。曇ったフロントガラスの向こう、顔かどうかすらわからない黒い塊が揺れるようにこちらを向いた気がした。追われている。そう分かった瞬間、胸の奥が重く沈んだ。青信号になると同時にアクセルを強く踏んだ。荷を積んだトラックが軽を振り切れるほど速くはない。だが距離は少しずつ広がっていった。だがほっとしたのもつかの間、交差点を2つ曲がった先のミラーに再び同じ白い軽が映った。距離も位置も先ほどとほぼ同じ。まるで道を先回りされたような不自然さだった。地理的に不可能ではない。だが偶然というにはできすぎている。ナンバーを確認しようとして目を凝らしたとき、白い汚れの下からようやく数字の一部が読めた。400。それだけだった。残りは何重にも塗りつぶされているように黒ずんでいた。誰かが意図的に隠したような、そんな汚れ方だった。気味の悪さが勝ち、事務所へ戻るルートを変更した。だがどの道を使っても、どれだけ道を変えても、バックミラーには必ず白い軽が現れた。まるで俺の行き先を全部知っているみたいに。恐怖が限界に達したのは、自宅付近の橋に差し掛かった時だった。後方から軽が急加速し、トラックの真後ろへ食い込むように迫り、ギリギリの距離で止まった。その瞬間、白い軽の中で動いたそれがはっきりと見えた。白い軽の中で動いたそれは人の形をしていなかった。フロントガラス一面に張り付くように黒い影のような塊がゆっくりと左右に揺れていた。ガラス越しなのに距離がゼロに感じるほど近かった。目があるのかもわからない。顔という概念すら曖昧で、ただこちらを見ている感覚だけがはっきりと伝わってきた。その瞬間アクセルを踏み込んで橋を渡りきるように一気に加速した。K は反応がありえないほど速く、一拍遅れてから滑るように迫ってきた。エンジン音がしない。タイヤが地面をつかむ感触すらない。ただ白い車体だけが影のようについてくる。曲がるタイミングをずらしても、ブレーキを急に踏んでも、K は一定の感覚を保ち続けた。追うのではなく、見失わないように守っているような動きだった。人気のない工業地帯へ進路を変えた。安全な場所ではないが、後ろにつく白い軽を振り切るには最適な場所だった。トラックの荷台が揺れるほどの急なカーブに入り、視界の裏へ軽を押し合った。ミラーには何も映らない。ついに巻いたと思った。だが、安心は10秒も持たなかった。前方の倉庫の脇から白い軽が横向きのまま滑り出してきた。地面とも噛み合っていない。角度も速度も現実的ではない。まるで空を滑る影が倉庫の壁に沿って降りてきたような動きだった。その瞬間ナンバーがライトに照らされて一部だけが浮かび上がった。400。そこまではあの時に見えた通りだ。だがその右側が見えた。
塗りつぶされたと思っていた部分が光を受けてわずかに透けた。7080。上下から真っ黒な汚れで何重にも消されている。一体何を隠そうとしていたのか、意味がわからないまま距離が詰まる。その時だ。K の運転席側の窓が内側からじわりと曇った。呼吸だった。誰かが息をしている。その息の跡がくっきりとトラックの方向へ向けて形を作った。丸い輪郭。それがゆっくりと縦長へ変形する。まるで笑っているかのように。ハンドルを切りながら視線を戻すと、倉庫の角にもう一台車が止まっていた。パトカーだ。俺は思わずクラクションを鳴らして近づいた。助けを求めたくて、K の異常性を伝えたくて、俺は必死に窓を叩いた。だが警察官はこう言った。この先の K なら、3年前に事故で亡くなった方ですよ。まだ動くと思ってるんですか？俺は言われた意味が理解できずに固まった。警察官が指さした先には、ぐしゃりと潰れた白いKの残骸があった。目の前に置かれた白いKの残骸は、3年前の事故で完全に廃車になった状態だった。タイヤは外れ、運転席は押しつぶされて、ハンドルの位置すら原形をとどめていない。とても走れるような車ではなかった。だが俺を追ってきたKと全く同じナンバーだった。警察官はこちらの困惑を察したように言葉を選びながら続けた。このKの運転手さんは最後まで家に帰らなきゃと言っていたそうなんですよ。でも家族は事故をきっかけに引っ越してしまって帰る場所がなくなったんです。その言葉を聞いた瞬間、背筋に冷たいものが落ちた。家に帰れないまま亡くなった存在。その帰る先を探し続けてさまよっている。そう解釈すると全てがつながった。俺を追った理由も、曲がる道を全部当てた理由も、距離を一定に保ち、決してぶつからなかった理由も、まるでついてきたいだけのような動きだったことも。だが理解したところで状況は終わらなかった。警察官が目を伏せながら言った。ただ一つだけ気になることがあるんですよ。この事故車時々、ほんの少し動くって通報があって。冗談に聞こえない言い方だった。その瞬間背後で、ギシッときしむ音がした。事故車の潰れた運転席のドアだった。警察官が驚いて近づいた。俺も反射的に振り返る。潰れたドアの内側に、ぼんやりと白い呼気が浮かんでいた。ゆっくりとその曇りが指でなぞられた。たった二文字。帰る。その文字を見た瞬間、背中が凍りついた。帰りたい。まだ帰れない。だから追ってきた。それがあの K の正体だった。警察官が慌てて車体に触れようとしたとき、潰れた運転席の中で暗闇がぐっと盛り上がった。人影の形をしていた。顔はない。腕も判別できない。ただ白い呼吸だけがこちらを向いていた。その影が運転席から外へにじみ出るように伸びてきた。形を変えながらゆっくりと地面を降りようとした瞬間、警察官が叫んだ。離れて、来るよ。俺は本能で走り出した。工業地帯のアスファルトを踏みしめ、振り返らずにとにかく遠ざかった。どれだけ走ったのかわからない。息が切れ、足が震えて止まった時、後ろから警察の無線がかすかに聞こえた。事故車の影、また消えた。捜索を続ける。また、
という言葉が耳から抜けなかった。それから俺の家の前にはあの白い軽が現れることはまだない。だが夜中、窓の外で車のエンジン音が一回だけ止まることがある。走り去る音はしない。ただ止まるだけ。その度に俺は思う。まだ探しているのかもしれない。帰る場所を。山道を抜けるルートを選んだのは失敗だった。普段なら通らない細い旧道。だがナビが突然、最短ルートと表示してきて、妙に気になってしまった。俺はしばらくそのまま走っていると、霧の奥に古い標識が見えた。丸々集落まであと2キロ。地図で見たことのない地名。俺は興味半分、不安半分でそのまま進んだ。道幅はどんどん狭くなっていき、両側の木々が車体をすりそうなほど迫ってくる。ライトを上向きにしても視界は白く濁ったように曇り、霧の層が分厚かった。ライトの風量を強くしても車内の湿気は抜けなかった。不意にライトの先に石の門柱が浮かび上がった。対になるように左右に立っていて、門のような形を作っている。古い家の敷地の入り口にあるようなあの不気味な雰囲気。そこを抜けた瞬間、車内の温度がほんの少し落ちた気がした。その先に小さな集落が現れた。昭和の頃から時間が止まったような木造家屋がいくつも並び、伝統はすべて消えている。生きている村というより置き去りにされた村。ただ一つだけ異様だった。窓という窓に白い紙が貼られているんだ。家ごとに大きさは違うが、どれも四角い紙で規則的に窓を塞いでいる。近づくのがためらわれるほど異様だった。少し走り、集落の中央と思われる場所まで来たとき、車の前に急に人影が立った。俺は慌ててブレーキを踏んだ。ライトに照らされたのは腰の曲がった老婆のような影。しかし光の中に形はあるのに顔がはっきりとしない。輪郭だけが揺れて見える。まるで霧の一部が人の形になったような存在だった。老婆はゆっくりと手を挙げ、帰れと言いたげに腕を振った。声は聞こえなかった。音もないのにそう伝わったんだ。俺は怖くなってハンドルを切り、来た道へ戻ろうとした。エンジンを強めに吹かして車を反転させる。だが心臓が跳ね上がった。集落の入り口がなくなっていたんだ。さっき通ってきた石の門柱ごと跡形もなく消えていた。ただの霧で隠れているだけ？そう思ってライトを最大に強く照らした。それでもどれだけ目を凝らしても門柱はなかった。代わりに見えるはずのなかった木の壁が道を塞いでいる。車の向こう側にはまるで最初から一本道なんて存在していなかったかのように家屋が連なっていた。汗が背中を流れ落ちた。閉じ込められた。そう理解した瞬間、集落のどこかから紙が擦れる音が風に乗って響いてきた。窓に貼られていた紙が何かの力で内側から剥がされている。一枚、また一枚、剥がれるたびにその家の中の暗闇がゆっくりとこちらに向いていくような気がした。俺は急いで再びアクセルを踏んだ。どこでもいい。ここから出られる道があるなら探すしかない。しかしその時、ふと気づいた。集落の家々の窓が全部こちらを向き始めている。まるで
生きているものみたいに。アクセルを踏み込みながら集落内を走ったが、どこへ向かっても同じような家並みが続いた。窓に貼られていた白い紙は、すでに多くが剥がれ落ちている。風もないのに、紙片はひらひらと浮き上がって、車の前を横切った。家屋はどれも人が住んでいた気配を残しているのに、生活音は一切ない。畑も荒れ果てているわけではなく、つい最近まで手入れされていたような整い方をしていた。この集落は誰かがここにいなくなった直後みたいだった。そんな嫌な予感がじわりと背筋に広がった。住宅の間を抜けると少し開けた場所に出た。集落の中央らしく小さな広場のような空間。だが広場の真ん中には信じられないものが立っていた。木の柱にくくりつけられた結界札の束。白い紙が何十枚も重なっていて、縄で柱に巻かれ、古いしめ縄まで垂れ下がっている。そこだけ異様に空気が重く、空気がヒュッと足元から昇る。車を止めるつもりなんてなかったのに、足が勝手にブレーキを踏んでいた。その時ふと気づいた。集落の家々の剥がれた窓の紙が、どれもすべて同じ方向に落ちている。広場の柱の方へ向かって。紙が風に流れたのではない。まるで家の中から何かが押し出しているみたいに同じ方向へと散っている。喉が渇く。エンジン音だけが頼りのように震えていた。その時だった。カサカサと広場のどこかから紙を踏む小さな足音が聞こえた。子供のような軽い足取り。俺は反射的にライトを向けた。しかし広場の中央には誰もいない。紙片だけが散っている。いや、違った。ライトの端、家屋の影に人影が立っていた。背丈は小学生ほど。だが顔の部分が黒く抜け落ちて見える。影のようだが壁に映っているわけではなく、ちゃんとその場に立っている。胸がキュッと締め付けられる。その影はゆっくりとこちらへ首を傾けた。次の瞬間周囲の家から一斉に音が鳴り始めた。ベリ、ベリベリベリ。窓に残っていた紙が一気に内側から剥がされていく。まるで家の中にいた何かが一斉に外へ出ようとしているみたいに。剥がれた窓からいくつもの黒い影が這い出してくる。地面を滑るようにゆっくりと、だが確実に広場の中心へと移動をしていく。一つ、また一つ。影はどれも同じ形で、どれも顔が抜け落ちている。人の残滓みたいな形だけの存在。その時広場の柱に貼られた結界札がヒュッと風に巻き上がり、一枚また一枚と剥がれ始めた。紙が剥がれるたび、影の動きを止めていた何かが弱まり、影たちより早く、より確実にこちらへ近づいてくる。この結界が破れたら終わりだ。直感で理解できた。影たちは俺を囲むように広がり、車の前方を塞げ始めた。バックをしようとしてミラーを見ると、後方にも同じ影が道を埋めている。逃げ道がない。どこを向いても顔のない黒い影がこちらへじりじりと寄ってくる。その中心にさっきの子供の影が立っていた。小さな手を胸の前で合わせ、まるで誰かを呼ぶように両腕を開いた。その仕草を見た瞬間、心臓が跳ねた。影たちが俺を中に迎え入れようとしている。影たちが広場を埋め尽くし、車の周りに円を描くように並んだ。その中心で子供の影だけが微動だにせず立っている。顔が抜け落ちた真っ暗な輪郭がずっと俺を見上げていた。
心臓が破裂しそうなくらい早く脈打つ。逃げ道なんてどこにもない。前も後ろも左右も全部塞がれた。エンジンの音が震え、足が勝手にアクセルを踏み込んだ。だが車はほとんど前に進まない。タイヤの下に何かが絡まっているように重いんだ。その時広場の柱の決壊札がバサッと一気に十数枚まとめて剥がれ落ちた。風もないのに札が宙に舞う。すると影たちは一斉に動きを早めた。今までゆっくり迫っていたのが嘘みたいに一直線に俺の方へと向かってくる。やばい、来る。俺はとっさにハンドルを切り、少しでも隙間がある方へ向けて車体をひねる。影たちの隙間はほんのわずかだったが、そこに向けて強引に突っ込んだ。バンと車体に何かが張り付こうと、フロントガラスにべちゃっと黒い形が広がった。巨大な炭の手形のような影がガラス越しに俺を覗き込んでいた。悲鳴を上げそうになった瞬間、ガラスの向こう側で影が顔の位置に当たる部分をゆっくりと膨らませた。そこから人の口の形が浮かんだ。輪郭だけの影だったものが口だけを形作り、はっきりと入れと言った。その声は俺の耳ではなく頭の中に直接響いた。アクセルを踏み込み、わずかな隙間へ無理やり突っ切る。影たちが車体を叩き、吸い付いてくる気配が伝わった。だけど奇跡的に道路のような細い隙間へと滑り込めた。どこへ向かっているのかもわからないまま、とりあえず走った。家屋が左右に流れ、家の中から無数の影がこちらを向いていた。どれも顔が抜け落ちている。その空洞が走る車を追ってくるように揺れていた。そして次の瞬間、急に視界が霧の中の一本道に切り替わった。さっきまでの集落は跡形もない。振り返っても木々しか見えなかった。抜けた。そう思った。助かったと喉が震えた。胸をなで下ろしたその時、助手席の足元からベリッと髪を剥がれるような音がした。背筋が凍った。ゆっくりとライトをそちらへ向ける。助手席のマットの上に白い紙が一枚落ちていた。さっき集落の窓に貼られていたものと全く同じ紙。文字はないが、真っ白な紙の裏面だけが黒く焦げている。俺は震える手で紙を拾い、裏面を見た。そこには灰色の指の跡がいくつもついていた。まるで誰かの手がこの紙を俺の車の中に押し込んだみたいに。紙を持った瞬間、耳元で風でもない声がした。入ったから出られない。ハンドルを握る手が震え、車を止めた。外はただの山道。霧も薄くなっていた。だが次の瞬間バックミラーに子供の影が立っていた。助手席の窓を黒く覆うようにすぐそこまで。逃げたはずの集落の入り口。その入り口は今、俺の車の中にできてしまった。あの夜の静けさは今でも耳の奥に張り付いている。車で林道に入った瞬間から何かがおかしかった。思い出すだけで背中がじわっと汗ばむ。その林道は地元じゃ夜は絶対に通るな、そう言われている場所だった。理由を聞いても誰も詳しく教えてくれない。ただ遠回りになっても避けるほどの道。俺たちはそれを逆に面白がってしまった。
少し休んだら戻ろうぜ。そう言って車を止めたのが間違いだった。エンジンを切った瞬間、空気が変わった。音が全部消えたんだ。風も、虫も、枝の擦れる音も。耳の奥が詰まるみたいな、妙に重い静けさだけが残った。林道の両側は、杉の枝が屋根みたいに覆いかぶさっていた。空が細い線でしか見えない。暗闇が車の表面をぬめるようにまとわりついてくる。そこで友人が、ちょっとトイレ行ってくる。と外へ出た。懐中電灯を手に砂利を踏む音を立てながら進んでいく。パキッ、パキッと枝を踏むあの軽い音が暗闇に吸い込まれていく。俺はその音を聞きながらなんとなく嫌な予感を覚えていた。けれど戻るはずだと思っていた。数分後には。だが音は途中で急に止まった。懐中電灯の光もそれっきり見えない。俺は気になって窓を少し開けて声をかけてみた。おーい、どうした？返事はない。友人の気配ごと音が消えていたんだ。沈黙の中、耳を澄ませた時だった。林道の奥、さっき友人が向かった方向とはまるで別の場所から、ザリッ、ザッと地面を引きずるような足音がゆっくりとこっちへ向かってきた。その足音は人の歩き方ではなかった。重いのか軽いのかわからない。踏むというより地面に何かを引きずっているみたいな音だった。ザリッ、ザッ。間を置いてまたザリッ。俺はドアを開けずガラス越しにじっと奥を見た。懐中電灯の光は一切戻ってこない。友人の足音でもない。耳を澄ませると距離が分かってしまう。それは確実にゆっくりと近づいてきている。おーい、戻ってこいって。喉が引っかかったように声がうまく出ない。さっきまで横にいた友人の気配が丸ごと消えているんだ。その空白を埋めるように知らない何かの気配がだんだん濃くなっていく。足音は車の正面からではなく、車の横を回り込むように移動していた。明らかに俺の止めた車を見つけて歩いている。息を殺して動かないでいると、運転席側の窓の外で足音が止まった。俺は震える手でスマホを握りしめながら視線をゆっくり窓へ向けた。でも何も見えない。ただ気配だけが張り付くように窓にまとわりついている。次の瞬間、ガラスのすぐ外で開けてと擦れた声がした。俺の心臓が一度止まった。その声は友人の声ではない。男女の区別もつかない。年齢もわからない。ただ窓の上を爪でなぞるようなかすれが混じっていた。ガラスが微妙に揺れる。呼吸が外から張り付いているみたいに曇っていく。絶対に開けたらまずい。そう理解できるほど気配が濁っていた。声はまた言った。こっち、おいで。その瞬間、車の後ろで別の足音が動き出した。二つになって車を包むように歩き始めたんだ。俺はただシートに体を沈めて目を閉じた。見たらいけないものが外にいる確信があったんだ。その時、車の後部ドアがガチャッと引かれた。鍵をかけているはずなのに金属がきしむ音が響いた。外から引っ張る力がどんどん強くなっていった。
後部ドアを引く音はどんどん強くなった。ガガ、ガリッと金属が悲鳴を上げる。鍵は閉まっているのに、外側からこじ開けようとする手の力だけが増える。俺はシートに沈んだまま目を開けられなかった。外にいるそれがどんな姿をしているのかわからない。ただ見た瞬間に終わると本能だけが警告していた。やがて後ろのドアの音が止んだ。代わりに車の屋根の上を何かが這う音がした。こと、ゴリゴリとタイヤの方へ降りていく気配。車体を掴んで下から覗き込むみたいに動いている。そして運転席側の窓に戻ってきた。ガラス越しにポンポンと指で軽く叩く音がする。出ておいで。声はさっきよりはっきりとしていた。まるで誘うというより、決まった順番をこなしているだけみたいな淡々とした響きだった。その瞬間、林道の奥で光が揺れた。友人の懐中電灯だ。おい、いるか？友人の声がした。だがその声は車から見える位置ではなかった。光は林道とは違う、ありえない角度から差している。まるで林の側面のずっと下から光が立ち上がってくるように。俺はとっさに叫んだ。ダメだ。来るな。戻ってくれ。だが友人は聞こえていないようだった。光がこちらに向かって斜面の下から上へ人が登れないほどの角度を移動してくる。その不自然な動きに気づいた瞬間、友人の声が変わった。おいで。車の横のそれと斜面の下の光が全く同じ声で同時に言った。顔から血の気が引いた。どちらも友人ではなかった。車の横のそれと斜面の下の光が全く同じ声で同時に言った。次の瞬間、窓の外に友人の顔だけが張り付いた。体は見えない。首の向きもおかしい。その顔がねじれたまま俺の方に倒れ込んでくるように押し付けられた。ガラスがミシミシとなる。見つけた。その声を聞いた瞬間、俺は反射的にキーを回した。エンジンが爆発するようにかかり、ライトが闇を突き破った。外にいた顔が光に照らされた途端、ガラスからずるりと落ちて消えた。俺はアクセルを踏み込み、林道を一度もバックミラーを見ずに走り抜けた。安全なところに出て車を止めて気づいた。後部ドアの外側に人の指の跡が5本深くくっきりと残っていた。あの日から俺は二度と林道で車中泊をしていない。大学2年の秋、深夜の山道を走っている途中で、俺たちは脇道に沈んだ古い標識を見つけた。草に埋もれてほとんど読めなかったが、うっすらと旧サービスエリアと書かれていた。俺たちは好奇心が勝ち、そのまま車を細い道へと滑り込ませた。道はすぐに途切れ、広くて古い駐車場が月明かりに照らされていた。白線はかすれ、街灯は全部壊れている。建物はガラスが割れて、内部の暗がりがぽっかり空洞のように開いていた。風が吹くたびに売店の残骸がどこかでカタカタ揺れる。人気なんて当然ないはずなのに、
足音のような小さな走る音が何度も遠くで跳ねるように響いていた。気のせいだと思ったが、仲間も同時に振り向いていた。車を止めた位置から十数メートル離れた場所に妙なものが落ちていた。赤い子供用のスニーカーが片方だけ。妙に綺麗で、まるで今日ここに置かれたばかりのようだった。俺はしゃがみ込んで拾い上げた。靴底は冷たく濡れている。だが雨なんて降っていない。アスファルトは乾いているのに、靴の裏だけが水を吸ったみたいな冷たさだった。その時売店の奥でコツンと乾いた音が響いた。ガラス片が落ちたような、硬い石をぶつけたような音。誰かがいるのかと思って建物の方を見たが、暗闇の奥は何も動かない。その時仲間が、帰ろうぜ、と言った。俺もうなずいて、靴を持ったまま車へ戻った。エンジンをかけた瞬間、バックミラーの端に小さな影が横切った。細い腕、短い足、顔は月に溶けて見えない。なのに、こちらに向いて立ち止まったように感じた。エンジンの音がやけに大きく聞こえる中、俺はアクセルを踏んで旧サービスエリアを離れた。誰も喋らなかった。ただ手に持った赤い靴の冷たさだけがずっと消えなかった。家へ帰った夜、疲れていた俺は靴を玄関の棚に置いてすぐに寝た。何も起こらないと思っていたんだ。しかし翌朝、リビングへ入った瞬間、心臓が一拍止まった。玄関に置いていたはずの赤い子供の靴が、テレビの前のテーブルに移動していた。家族は触っていないという。いたずらにも見えない。何より靴底が昨日よりも濡れていて、床に小さな水の跡が点々と続いていた。その夜寝ようとして電気を消した直後、廊下でペタッペタッと小さな足音がした。子供の歩幅、子供の体重。家の中にそんなものはいない。足音はまっすぐ俺の部屋へと近づき、扉の前で止まった。息を殺していると、扉の下の隙間に暗い赤色の影がかすかに差し込んだ。まるで赤い靴のつま先がそこに立っているかのように。扉を開ける勇気はなかった。そして翌朝、靴はベッドの脇に置かれていた。水で濡れた輪が床につくほどで、触るとひんやりとしている。その頃からだ。家の中で小さな音が続くようになったのは。キッチンで皿が鳴る。廊下で絨毯が沈む。風もないのにカーテンが小さく揺れる。全部背の低い何かが歩き回るような動きだった。3日目の夜、もっと決定的なものを見た。トイレに向かおうとリビングを横切ったとき、暗がりの中央に濡れた小さな足跡が点々と続いていたんだ。そして足跡の終わりに赤い子供の靴がまるで誰かが座って脱ぎ捨てたように並んでいた。靴底からは水が滴り、床に落ちた雫が細い線を描いている。俺は震えながら靴を拾おうとした。だが手が触れる直前、靴はわずかに横へ動いた。それは生き物のように。俺はそれ以上触れなかった。ただその夜から確信した。これは忘れ物ではない。間違いなく俺を追ってきている。靴が生きているように動いた翌朝、家中の空気が湿っていた。押し入れの中まで湿気が染み込むような重い空気で、
玄関に置き直したはずの赤い子供の靴はなぜか風呂場の前に移動していた。靴底からは細く水が垂れ続け、その先には小さな足跡が一直線に並んでいた。まるで誰かが裸足で歩いたような濡れた跡だった。俺は意を決し、濡れ跡をたどっていった。廊下を進み、リビングを横切り、玄関へ。そこで足跡は終わっていた。いや、終わってはいなかった。玄関の扉の下に外へ向かって続く濡れ跡があった。まるで誰かが靴を履かずに外へ出たかのように。恐怖よりもあの旧サービスエリアの情景が再び頭によみがえった。片方だけ落ちていた靴、月明かりの下を横切った小さな影、俺の車の前で立ち止まった顔の見えない子供。もしあの時片方じゃなかったら、もしあの片方も近くにあったら、その考えがよぎった瞬間、俺は外へ飛び出した。玄関前のアスファルトには二つの足跡が並んでいた。小さな裸足、そしてもう一つはさらに小さな足跡。どちらも濡れて黒く光り、道路の先へと続いている。家の前の道路は静かで誰もいない。だが濡れ跡は止まっていた。止まった場所は俺の車の運転席側のドアの前。まるでそこに立ち、こちらを見上げていたかのように。心臓が跳ねた。俺は車内を覗き込む。暗闇の中、運転席のシートに赤い何かが置かれていた。近づいてようやく理解した。昨日まで片方しかなかったはずのあの子供の靴が、今日は両足揃って置かれている。濡れた足跡はちょうどシートの下に潜り込むようにそこで途切れていた。意味は簡単だ。靴は持ち主の元へと帰った。俺が連れ帰ってしまった片方を追うように、もう一方もこちらへ来てしまった。その夜から家の中は静かになった。足音も湿った空気も消えた。ラジオノイズのような気配もない。ただ一つ変わったのは、玄関の靴箱の扉が少しだけ開いている日が続くこと。そこに誰かの靴はない。けれど、ある朝だけは違った。靴箱の中の一番奥に赤い水滴が一つ落ちていた。雫の形をしたその赤は乾いていなかった。まだ帰りきっていない誰かがいる。長距離ドライブの途中で、俺たちは小さなパーキングに立ち寄った。高速の下り線、地図にもほとんど載っていない古い場所だった。時計は午前2時を回っている。売店の明かりは落ち、自販機の明かりだけが青白く光っていた。相棒の遠藤は眠気を訴え、車の中で目を閉じた。俺は一人でトイレに向かった。駐車場の奥、雑草の陰に埋もれるようにコンクリートの小屋がポツンと立っていた。近づくと看板の文字が半分剥がれている。清掃中ではなく閉鎖中。だがドアは開いていた。錆びた長板がかすかにきしむ。中は異様に冷えていた。外よりもずっと湿った空気。
蛍光灯が一灯だけついていて、時折明滅する。このトイレのご利用はご遠慮ください。と読めた。だが、インクがにじんで、遠慮の部分だけが黒く塗りつぶされている。個室は3つ。一番奥のドアだけが半開きになっていた。中からかすかに水の滴る音がする。天井から漏れているのかと思い、手を伸ばしかけたとき、シーと小さな声が聞こえた。誰かが中にいる。俺は慌てて一歩引いた。だが他の個室の扉も同じ音で静かに閉まった。それはまるで息を合わせるように。耳鳴りのような静寂の後、便器の奥から泡のような音がした。それがだんだんと近づき、個室の隙間から白い指がゆっくりと伸びてきた。水でふやけたような皮膚。その指が床をつかむと、タイルの目地がぬるりと歪んだ。後ずさりをする俺の足元に水が流れ出した。下水の匂いではない。生温かく鉄のような匂い。背後の出口に手を伸ばすとドアが開かない。外から誰かが押さえているようだった。ドアノブを何度回してもびくともしない。外から押さえられているのか、それとも内側で何かが絡みついているのか、じわじわと手の中に伝わってきた。誰かいるんですか？声を出した瞬間、蛍光灯がふっと消えた。真っ暗になった個室の向こうで水の音が止まる。その代わりに何かが床を這う音が近づいてくる。ぬるりぬるりと。暗闇の中で何かが壁に沿って動いていた。かすかな光が残る非常灯の下、床に黒い跡が続いている。まるで人の手形のように5本の指がべったりと並んでいた。その跡が一つまた一つと増えていく。俺の足元のすぐ手前で止まり、音が消えた。息を止めたまま動けずにいると、次の瞬間、すぐ脇の個室のドアが内側から大きくへこんだ。響いた衝撃音に反射的に後ろへ下がる。背中が壁にぶつかり、冷たさに息が漏れた。すると真後ろの壁が呼吸をした。膨らんではしぼむ。その度に壁紙が剥がれ、裏から白いものがにじみ出してくる。布ではない。皮膚のようなもの。それがずるりと剥がれると、壁の隙間から濡れた黒髪が垂れた。1本、2本、
次第に束になって床を這う。やがて天井の換気口からも髪が降りてきた。頭がある。逆さまの人の顔が髪の間から覗いていた。白目が開いている。瞳孔が震えながら俺を見ていた。ここ開けちゃダメ。声は耳元でささやかれたが、顔は天井にある。息がかかるほど近いのに全く気配がない。俺は思わず個室のドアに体当たりをした。バキンと音を立てて開いた。だがそこは空っぽだった。便器の中に泡のようなものが浮かび、ゆっくりと人の形に変わり始めていた。俺は個室を飛び出し、通路を駆け抜けた。足音が響くたびに、背後の便器から水が流れる音がする。すべての個室の中で誰かが同時に立ち上がるような湿ったブクブクという音。ドアに体当たりをすると、ようやく外の焼きが流れ込んできた。冷たい風。助かった。そう思った瞬間、違和感に気づく。駐車場が静かすぎる。エンジンの音も、虫の声も、風の音すらしない。まるで音という概念が切り取られたような空間だった。車に戻ると遠藤の姿がなかった。運転席のドアが開け放たれ、中から湿った足跡が続いている。向かう先はあのトイレ。さっき閉まっていたはずのドアが今は全開になっていた。中は真っ暗で床一面が水浸し。その水面に遠藤のジャケットが浮かんでいた。遠藤と声を出した瞬間、天井の換気口が動いた。ずるりと髪の束が垂れ、そこから人の腕のようなものが落ちてくる。皮膚がふやけ、指が何本も重なっている。腕は床に落ちると、その中に沈まず、滑るように動いた。その後を追うように、壁のタイルが次々と膨らみ、中から白い顔が押し出されてくる。口は開かず、ただ一斉に目だけを動かしていた。トイレ全体が呼吸をしている。壁も床も天井も全部がそれの体の一部だった。俺は逃げるように外へ出る。駐車場の奥に新しいトイレ棟が見えた。明るく清潔そうな建物。そこに駆け寄る。だが入り口のドアを開けた瞬間、中から同じ冷気と匂いが吹き出した。蛍光灯の下、タイルの床に
俺の足跡がもうついていた。まだ一度も踏み入れていないのに。背後で風が鳴る。振り返ると古い方のトイレはもう見えなかった。駐車場のどこを見てもそこにあったはずの小屋は消えている。代わりに自販機の明かりが点滅していた。その反射の中、ガラスに映るトイレのドアがゆっくりと開いた。その年の秋は例年よりも早く冷え込んだ。10月の初め、俺は数年ぶりに地元へ帰った。大学進学を機に離れていてから盆にも正月にも帰っていなかった実家だ。特に理由はなかった。ただ都会での生活に慣れてしまって、ここで過ごした18年間がまるで別の人生のように遠ざかっていたんだ。駅に降り立つと鼻を刺すような木の匂いがした。駅前の通りは昔と変わらず、商店の軒先には朱色の提灯がぶら下がり、今夜の秋祭りの支度が進んでいた。風が運んでくる太鼓の音を聞いた瞬間、胸の奥がざわついた。懐かしさだけじゃない、言葉にならない、どこか重たいざわめきだった。夕方、連絡を取り合っていた高校の同級生、坂本と三友が迎えに来た。二人とも昔のままで笑い合いながら道を歩くと、時間が一気に巻き戻ったようだった。祭りの屋台を冷やかし、酒を飲み、たわいもない話をしているうちに、日は山の端へと沈んでいった。ふと三友が指さした先に暗くそびえる山が見えた。あの頂に村の誰もが近づくなと口を揃える祠があった。子供の頃、肝試し半分で行こうとした同級生が行方不明になったという話も聞いたことがある。誰も確かめようとしないまま、それは降りてくるものを封じる場所と呼ばれてきた。なあ、行ってみないか？あそこ。坂本が酒に酔った顔で言った。三友は最初こそ眉を潜めたが、すぐにいたずらっぽく笑った。大人になった今なら、ただの迷信かどうかわかるんじゃない？胸の奥がざわついたままだった。だが、抑え込もうとしていた好奇心が静かに顔を出す。秋風が冷たく頬をなで、太鼓の音がだんだん遠ざかっていく。俺たちは提灯の明かりが届かない参道へと足を踏み入れた。参道の入り口は子供の頃とほとんど変わっていなかった。鳥居は種が剥げ落ちて黒ずんでおり、石段の隙間には草が伸び放題だ。誰も通らなくなって久しいのが一目でわかる。にもかかわらず足を踏み入れた途端、
耳の奥でざわざわと音が鳴ったような気がした。風でも虫でもない。もっと湿った地の底から這い上がるような音だ。坂本は先頭を歩き、懐中電灯の光を揺らしながら笑っていた。昔はここまで来ただけで腰を抜かしてたよな。などと冗談を言う声も妙に遠くに聞こえる。だが三笘は無言だった。時折肩をすくめ背後を振り返っている。俺も同じだった。木が風になるたび、まるで何かがこちらを追ってくるような、そんな気配が背筋を撫でていく。石段を登りきる頃には、祭りの音は完全に消えていた。代わりに耳に届くのは、葉のすれ合う音と自分たちの呼吸だけ。月明かりが途切れ途切れに差し込む坂道の先に、やがてぼんやりとそれが見えてきた。祠は思っていたよりもずっと小さかった。社というより石を積み上げたような塚のような形で、苔に覆われて原型をとどめていない。だがただの廃れた祠とは違う。周囲の空気がそこだけよどみ、吐く息が重くなった。坂本が一歩踏み出すと、土が湿った音を立てて沈んだ。おかしくないか？なあ、今日って晴れてたよな。三笘が声を潜めた。足元の土は確かにじっとりと濡れている。雨が降った形跡などどこにもないのに、祠の周りだけがまるで水脈の上に立っているかのようだった。俺は近づくほどに体の奥で何かがざわめき出すのを感じていた。恐怖とも違う、もっと原始的な拒絶感。そこに踏み入ってはいけないと骨の奥が訴えているんだ。なのに足は止まらなかった。坂本が祠の前に立ち、苔を払いのけようとした瞬間、空気がガラッと変わった。どこからともなく低いうなりのような音が響いてきた。風は吹いていない。木々ももちろん揺れていない。それなのに俺たち三人を中心に空気が渦を巻き始めた。今聞こえたか？三笘の声が震えていた。俺も坂本も声が出なかった。その時、祠の奥からカランと何かが転がるような音が突然してきた。次の瞬間、冷たい風が吹き抜け、三人の明かりが一斉に消えた。闇が落ちた。月も星も覆われたように消え、目の前の友人たちの姿さえ見えなくなった。耳の奥が圧迫されるような静寂の中で、俺は呼吸だけを頼りに周囲を探った。懐中電灯を叩いても全然つかず、スマホの画面も真っ黒のままだった。光がここだけ拒まれているようだった。
その時、坂本の短い叫び声が響いた。足音が一歩、二歩と後ずさる音。三友の息が荒くなる。何か動いたぞ。ほら、祠の奥、何かいる。耳を澄ますと、確かにそれはいた。と、土をするような、そんな音が奥から近づいてくる。四つ足でも二足でもない。不規則なリズム。腐った泥のような、そんな周期が漂い、吐き気がこみ上げてきた。光のない闇の中で、俺たちはただ固まっていた。何かがそこにいる。目が見えなくてもわかるほど濃い存在がこっちへ向かってきている。坂本が震える声で言った。なあ、帰ろう。マジでやばい。返事をしようと口を開いた瞬間、俺の足首に何かが触れた。冷たく湿った感触が這い上がってくる。反射的に振り払おうとしたが、逆に強く絡みつかれ、地面へと引きずり込まれそうになった。必死で足を引き抜くと、闇の中で、それはずるりと音を立てて後ずさった。見えないはずなのに、そこにいるとわかる。息を飲んで立ち尽くす俺たちの耳に、やがて声が届いた。返せ。人の声に似ているが、人ではなかった。舌が潰れたような、獣の喉鳴りのような、それでいて、はっきりとした言葉が地の底から響いてくる。なんだ今の。三友が悲鳴に近い声を漏らす。次の瞬間、祠の奥がぬらりと動いた。黒い闇が膨らんで形をなし、ゆっくりとそれが姿を現す。形は定まらなかった。人の背丈ほど高さがありながら、腕にも足にも見えるものが枝のようにうめき、まるで形を探しているように伸び縮みしていた。空気が腐ったような匂いがだんだん濃くなっていき、吐き気がこみ上げる。三友が立ち尽くす中、坂本がいきなり叫んだ。みんな、逃げろ！俺は反射的に駆け出した。しかし、次の瞬間、背後から衝撃が走った。何かが俺の肩口を掴んで、凄まじい力で引き倒したんだ。地面に叩きつけられ、肺の中に空気が一気に押し出される。視界がかすみ、右腕に焼けるような痛みが走った。それは、そこにいた。俺の真上に。無数の枝のような腕がうねり、俺を形ごと引き裂こうとするかのように、迫ってきた。それと同時に
坂本と三友の叫びが遠くで響いた。地面に叩きつけられた衝撃で世界が遠のいていく。肩から先が自分のものではないようにしびれ、温かいものがじわじわと染み出しているのが分かった。耳鳴りの奥で坂本と三友が俺の名を呼んでいる。だがその声も遠く、世界は粘りついた暗闇に飲み込まれていった。それはすぐ目の前にいた。形があるようでなく、しかし確かに何かがそこに存在している。ゆらゆらと揺らめくその輪郭は、獣とも人ともつかず、節くれだった無数の足が地面を這いずり、骨のような音を立ててきしんでいる。それは息をしていた。まるで長い間封じられていたものが初めて空気を吸い込むような湿った音を立てて呼吸をしていた。返せ。返せよ。収めよ。低い声が地面を這うように響いた。祠の奥から吹き出す冷気が肌を刺し、空気がどろりと重くなる。坂本が懐中電灯を振り回し、三友が石を投げつけたが、光も衝撃もそれを通り抜けていく。まるで物質ではない何かがこちらを覗き込んでいた。気づくと、祠の周囲にある石碑がすべて崩れ落ちていた。子供の頃から触れるなと言われていた封印の印。それが一つまた一つと砕け、地面の下から何かが這い出してくる音がした。複数のものが土を押し分ける音。坂本が俺の腕を掴んで引きずり起こした。だが足が言うことを聞かない。痛みとめまいで体が自分のものではないようだ。それでも三友が肩を抱え、三人で必死に坂道を駆け下りた。背後から土を裂くようなそんな轟音が追いかけてきた。俺は途中で一度だけ振り返ってしまった。なんと振り返った先には祠の上空が割れていた。空間が裂けたように闇がうごめき、そこから何かが顔を出している。だが顔と呼べるものではない。黒く濁ったそんなような影が人の形になろうとしながら、いくつもの腕や足のようなものを枝分かれさせ、祠を這い出ていた。まるで山そのものが呼吸をしているような異様な光景だった。その後の記憶は曖昧だ。気がつけば俺は病院のベッドの上にいた。右腕は固定され、肋骨にひびが入っているとそう告げられた。坂本と三友は軽傷で済んだが、俺たちが倒れていた山道には誰の足跡も残っていなかったと聞かされた。一体あれは何だったのか。退院後、地元の古い記録を探した。すると数百年前の
薬剤を封じるために祠の下にそれを沈めたという記述が残っていた。名前は書かれていなかったが、それにはこう書かれていた。地を這い、足を持ち、人に尽きて村を食う者とあった。俺は夜になると傷の痛みが増す。眠りの淵であの声が耳によみがえる。返せ。祠に返せ。夢の中で山がうごめいている。足のようなものが地面の底からゆっくりとこちらに降ってくるんだ。あの日山で聞いた返事が俺の声ではなかった。それを思い出すだけで今でも耳の奥がうずく。山あいの集落にある古い林道を歩いていたのは8月の終わりだった。昼でも薄暗くて細長い影が足元に縫い付いてくるような深い谷あいの道。この地域には昔から山で声を出してはいけないという風習があると聞いていたが、その時の俺は全く気にしていなかった。疲れていたのもあって誰に聞かせるでもなく、ぽつりと自分の名を口にした。その直後だった。谷に響くはずの反響が返ってこなかったんだ。代わりに遅れて届いたのは俺よりも低く湿った声で発声された同じ名前だった。一瞬風かと思った。けれどその声は風の揺らぎではなく、はっきりと俺に向けて呼んだ声だった。姿は見えない。音だけが山の奥からじわりとにじむみたいに届いてくる。胸の奥に冷たい感覚が宿って呼吸が浅くなった。その時、ふと祖母の言葉がよみがえる。山は呼ぶ時だけ返す。帰ってきた声が自分ではなかったら、もう振り向くな。それは辺境様に名を渡すことになるから。それはこの地域にだけ残る古い風習だと聞いていた。辺境音を神でも霊でもない山の主として扱う考え方。自分の声として帰ってきたなら安全。だが違う声で帰ってきたらそのまま山に惹かれるという。思い出した瞬間、背中がバキッとこわばった。ゆっくり前を向き直り歩き出そうとした時、谷の奥からまた俺の名を呼ぶ声がした。先ほどより近く、湿り気を帯び喉を引きずるような声で。その声は確かに俺の名を呼んでいた。けれどその呼び方が人間のものではなかった。あれは辺境じゃない。辺境様そのものだ。ここから逃げなければ、と思った次の瞬間、谷の向こうでもう一度その声がゆっくりと俺の名前を呼んだ。あの声を聞いた瞬間、俺は逃げるように山道を下った。足元の砂利が跳ね、息が乱れ、それでも振り返る勇気だけはどうしても持てなかった。だが走りながらも耳は勝手にあの山の奥を拾ってしまう。谷を渡るようにしてあの低い呼び声が間を置きながら迫ってきていた。辺境とは違う。反射音ならもっと早く帰るはずなのに、妙に遅く湿った間で近づいてくる。
下りの坂を過ぎ、集落が見え始めた時に初めて足を止めた。呼吸を整える間、耳の奥にまだあの声の残滓が張り付いている気がした。村の入り口にある古い休憩所で水を飲みながら座っていると、老人がこちらを見て眉を潜めた。その視線は俺の顔ではなく、耳のあたりをじっと探るようだった。声、帰ってきたんだべ。聞いてもいないのにそう言われ、俺は思わず目を伏せた。老人はゆっくりと腰を下ろし、絞るように話し始めた。辺境様に名を拾われると、人はだんだん自分の声が薄くなる。喋っても響かねえのさ。嫌な汗が額ににじんだ。俺が山で名を呼んだ後、声が帰るまでの妙な遅さ。あの湿り気を帯びた呼び方。全部がこの老人の言葉とつながったんだ。今日、山変だったべ。返し手が歩いてきたんだな。返して、辺境様に名を渡した者が後からついてくると言われる存在。それが人なのか、人の声を映した何かなのかは誰も知らない。振り向かなかったのは正しい。あれはこっちの顔を覚えようとする。覚えられたら最後よ。昼でも夜でも声が迫ってくるようになる。老人は深く息を吐き続けた。今夜だけは家にいても騒ぐな。辺境様は声の出所を探しに来る。声を出した者は家まで引かれてしまう。背筋がじわりと冷えた。俺が今日声を出した位置、山の奥から迫ってきたあれ、村に降りてきていないとは限らない。休憩所を出たとき、風が一筋背中を撫でていった。その風の中で小さく自分の名がねじれるように響いた気がして、思わず振り返りそうになった。危ないと足を踏みとどめる。谷の声で聞いたあの声と同じ湿り気がまだ空気に残っていた。その夜老人に言われた通り、俺は家の明かりを落として音を立てないように過ごした。普段なら気にもしない冷蔵庫のうなりや床のきしむ音さえ神経に触る。息を潜めて耳を澄ますほど家の外の暗さが重くのしかかってきた。深夜を回った頃だった。外の空気がいきなり一変した。風が止み、虫の声も消え、世界が一つ息を飲んだような静けさになった。その次の瞬間、玄関の前で砂利がゆっくり踏まれる音がした。一つ、間を空けてもう一つ。歩いている気配なのに足音の感覚が妙にばらついている。まるで人が歩く動きではなく、足音が順に落ちてくるような不自然なリズム。俺は布団の中で息を固めた。その時だった。俺の名前を呼ばれた。玄関の向こうで低く湿った声が昼間の山で聞こえたあの声と同じ調子でつぶやいた。呼んでいる。俺の名前を。声は反響ではなかった。壁越しに伝わる質量のある生々しい音。家の外にそれが立っているのがどうしようもなく分かった。そしてドアがわずかにきしんだ。その歪む音と重なるように、俺の耳の奥で何かがずるりと滑る感覚がした。自分の声の芯がそっくり抜かれていくような
風洞が広がる感覚。辺境様は声の主を迎えに来る。祖母が言っていた言葉が遅れて脳裏に浮かんだ。呼ばれたら返すな。返した瞬間、向こうに連れて行かれる。玄関の前で湿った呼気が揺れた。声の主が俺の名をもう一度ゆっくりと発音した。低く喉をすりつぶすように。その呼び声に抗うように俺はただ無言で横になっていた。しかし声は窓の外へ、壁の向こうへと家の周囲をなぞるように移動し始めた。一つの声ではない、複数の声が同じ呼び方をしているんだ。お前の名を返せ。お前の声を返せ。喉がひりつき、息を殺し続けたまま夜が明けた。翌朝玄関を開けた俺は息を飲んだ。砂利の上に残っていたのは無数の足跡。どれも同じで俺の靴底の形をしていた。俺の声、俺の名、俺の足音。辺境様は名を拾った者の痕跡を移して歩くという。その日から谷に向かう風が吹くたびに、遠くで俺の声に似た何かが遅れて帰ってくるようになった。そしてもう俺は山で自分の名を呼べない。あの夜、給油に立ち寄ったガソリンスタンドで感じた嫌な気配が全ての始まりだった。思い返すほどにあそこで引き返していればと今でも思う。深夜1時、人気のない山間のスタンド。給油機だけが白い光を落とし、売店は閉まって薄暗いままだった。給油を終えてノズルを戻した瞬間、耳の奥でパキッと小さくなった。金属音でも虫の声でもない。人の関節が動いたような湿った音だった。振り返っても誰もいない。だが給油機の裏へ伸びる影だけがわずかに揺れ続けていた。風もないのに揺れる影は不自然以上に俺を待っているように見えた。胸騒ぎを覚えつつ車に乗り込み、スタンドを出た。そこからトンネルまでは一本道で、夜は車のヘッドライトだけが頼りになる。山道へ入ると、さっきの影の揺れが頭から離れなかった。バックミラーに映る闇の奥に何かが追ってきているような気さえした。やがて古いトンネルの入り口が見えた。ライトに照らされるコンクリートは濡れたように黒く光り、車が入った瞬間、音が一つも残らずに吸い込まれた。空気が急に変わった。ガソリンの匂いも山の湿気も消え、ただ静けさが肩に乗るような重さがあった。出口の光が小さく見え始めた時だ。その出口に白い服の女が立っていた。最初は反射板かと思った。だが近づくほど輪郭が人の形をしているのがはっきりと分かった。不自然なのは立ち位置だった。トンネルの中央ではなく、出口の縁に体を張り付けるように立っていたんだ。しかも顔は出口の外ではなく、トンネルの奥、つまり俺の方へ向いているはずの暗闇側へ向けられたまま。こちらを見ていないのに、通り抜ける瞬間だけを待っているような、そんな気配があった。ライトが服を照らしかけたとき、女の肩がわずかに揺れた。風は吹いていないのに。ライトに照らされた女の肩が揺れた瞬間、背中に冷たい汗が流れた。あのガソリンスタンドで聞いたパキッ
という音と同じ湿った気配をその場の空気が帯びたからだ。女は出口の縁に張り付くように立ち、こちらを向かないまま微動だにしない。だが、トンネル内の空気だけがじわりと吸い寄せられているように見えた。まるでスタンドで揺れていた影がそのまま形を変えて現れたような異様さだった。減速しても道幅が狭くて避けることはできない。ライトが近づくほど白い服の表面に濡れた光が浮き、胸元から袖にかけてじわりと黒いシミが広がっていくのが見えた。まるで地面に落ちる影が服の内側へ入り込んでいくみたいに。その時、車のスピーカーがポツッと小さくなった。ラジオでも音楽でもなく、何かが内部に触れたような乾いた音。ガソリンスタンドの給油機の裏で聞こえたのと同じ、指の関節を鳴らすような小さな音だった。息が一瞬止まった。車の中にまで音が追いかけてきたとしか思えなかった。女との距離はもう数メートル。直接見るのが怖くて、フロントガラス越しの映り込みに意識をそらしたその瞬間、ガラスの端に白い線が揺れた。細い指だった。外の女の腕ではない。ガラスのすぐ手前、車内の天井側から伸びているように見えた。心臓が跳ね、体が硬直する。視線だけで天井を追うと、光の当たらない薄暗がりに影が広がり、そこから細い指が一本垂れるように降りてきた。恐怖で声も出ない。ただスタンドで見た影の揺れ方と同じだと分かった。あの時は地面、今は車内。追ってきたのはトンネルの女ではなく、スタンドで俺を見ていた何かなんだと。車が女の真横へ差し掛かる瞬間、車内の指と出口に立つ女の肩が同時に揺れた。離れた距離にいるはずなのに、同じタイミングで動くその異様さに全身の毛が逆立った。そして女の顔がついにこちらへ向いた。影に沈んでいた輪郭が一気に浮き上がり、黒い穴のような目だけがくっきり俺を捉えた。それと同時に天井から降りてきた指が俺の肩にそっと触れた。肩に触れた指は冷たさよりも濡れた質感だけが妙に生々しかった。ガソリンスタンドで聞いたあの湿ったパキッという音と同じ気配が皮膚に張り付く。トンネルの出口へ差し掛かる瞬間、背筋が勝手に震えた。女の顔は穴のような目だけが異様に黒く沈み、その視線がまっすぐフロントガラス越しの俺を捉えた。車は減速する余裕もなく、そのまま女の横を通り抜ける。視界の端で女の服から黒い影がふわりと浮いた。それはまるでスタンドで揺れていた影そのものが女の中に入り込んでいたように見えた。車が出口を抜けた瞬間、肩に置かれた指がギュッとわずかに沈んだ。押すでも掴むでもなく、位置を確認するように触れている冷たい静けさだった。思わず振り返りそうになる。だが視線を戻したら終わりだと直感した。外ではなく車内にいる何かを見ることになると分かったからだ。加速しようとアクセルを踏み込んだ瞬間、車内のスピーカーがポタッと濡れた音を垂らした。耳がぞわりと震える。ついで天井から落ちる水滴。さっきまで指が触れていた右肩の上に一滴二滴と確実に落ちてくる。雨は降っていない。なのに車内だけが濡れていく。バックミラーを恐る恐る確認すると、トンネルの出口に女が立っていた。今度は俺に背を向けて。その背中の影が妙に大きく広がっていた。
だがミラーの手前側に別の影があった。運転席のすぐ後ろ、後部座席の中央に黒い影が人の形を作って座っていた。姿は見えていないのに、その形だけははっきりわかる。そいつは俺を覗くように前へ傾いていた。肩に触れた指は消えていたが、今はその気配が首元に近づいているのが分かった。怖くて振り返れない。だがミラーに映っている影だけで十分だった。それは女ではなかった。ガソリンスタンドの給油機の裏にあった揺れる影そのものが座っていたんだ。トンネルの女は導き手に過ぎなかった。追ってきたのは最初から影の方。スタンドの時点でもうすでに車へ乗り込んでいたんだ。視界の端で後部座席の影がゆっくり頭を上げた。ミラーにその黒い輪郭が近づく。肩越しに呼吸がかすかに触れた。俺は逃げるようにアクセルを踏み込む。絶対に振り返らず山道を一気に下った。その間ずっとミラーには影が映り続けたままだった。スタンドで俺を見ていたあの揺れる影がずっと後ろに座ったまま。ダムの名前を聞くと今でも胸の奥がざわつく。あの日、俺は気晴らしのつもりで一人ドライブに出て県境の古いダムに立ち寄った。そこは昔から良くない噂が絶えない場所だったが、昼間なら問題ないだろうと軽く考えていた。堤防の上は広く、手すりの向こうには静かな水面が広がっていた。風は弱く、空も明るい。景色自体は綺麗なのに、体の内側が拒否しているような、そんな変な感じがしていた。俺は手すりから身を乗り出し、下を覗いた。吸い込まれそうな深さ。その時だ。ねえ。と声がした。子供みたいな高さ。だが周りには誰もいない。振り返っても遊歩道には俺の車が一台あるだけだった。気のせいだろうと思いながら歩き出すと、まただ。ねえ、まだ？今度はすぐ後ろ、背中をつつかれたような生々しい距離感。その瞬間、汗がブワッと吹き出した。振り返ったがやっぱり誰もいない。ただ手すりの向こう、水面に目がいった。そこには何かが浮かんでいた。最初は流木かと思ったが、しかし形がおかしい。横向きの人間の頭のように見えた。濡れた髪が水に広がり、ゆっくり揺れている。目を凝らした瞬間、それがこちらを向いた。顔の作りはぼんやりしかわからない。ただ確かに俺を見た。水面に沈むでもなく、流されるでもなく、そのままの位置で漂っている。あまりの異様さに後ずさると、耳元でまた声がした。ねえ、代わってくれる？振り返れなかった。だけど足音が近づいてくる気配だけははっきりした。水のある方向じゃない。堤防の上、俺のすぐ背後から。俺は逃げるように車へ向かい、エンジンをかけた。アクセルを踏む直前、後ろの窓に小さく影が映った。手すりの外側、さっきの位置で水面は変わらず静か。でもそこにはさっきまでなかった誰かの指先が手すりを掴んでいた。それは生きている人間の色ではなかった。あれが何だったのかはわからない。ただあの日を境に俺は
あのダムには近づけなくなった。言ってしまえば引きずり落とされる気がして。それから数日後、俺はどうしても気になって地元の掲示板であのダムについて調べた。すると最近になって沈まない遺体を見たという話がいくつも書かれていた。夜中に浮いて朝にはいなくなる。沈んでいないのに消える。それを見た人はみんなどことなく同じことを言っていた。視線をそらした瞬間に近づいてくる。あの時感じた気配を思い出し、全身が冷えた。ただの見間違いではなかったのかもしれない。いや、あれを見間違える方が難しい。書き込みの中に一つだけ引っかかる内容があった。堤防の上で、変わってよ、と声をかけられた。それは俺が聞いた言葉とほぼ同じだった。胸がざわつきながら読み進めていると、別の投稿に目が止まった。何年か前、手すりから落ちた女性がいた。死体はすぐ見つかったが、頭部だけがやけに軽かったらしい。沈み方がおかしかったと作業員が話していた。軽かった。妙な言い回しだが、俺はすぐに水面に浮かんでいた頭のような影を思い出した。あれはもしかして。さらに読み進めたとき、一つの写真が貼られていた。ダムの手すりを取っただけの薄暗い写真。だがその端に白い指のようなものが引っかかっている。俺が見たものと同じ位置だ。写真を見た瞬間、背中を撫でられたような感覚がした。まるで、覚えているよ、と言われているようなあの不気味の悪さ。俺は怖くなり、スマホを閉じた。だがその日の夜、寝ようと目を閉じた瞬間、耳元であの声がした。ねえ、見たでしょ？心臓が跳ね上がった。俺は飛び起きあたりを見回したが、部屋には誰もいない。窓もきちんと閉まっている。それでも耳の中に残っている。さっきの声が。その晩は眠れなかった。翌日も仕事中ふと背後が気になる。振り返ると誰もいないのに、誰かが覗き込んでいる気配だけがまとわりつく。あのダムで見てしまっただけではない。あれは俺の後ろについてきている。思い過ごしだと自分に言い聞かせても、耳の奥で時々響く声がその否定を邪魔した。まだ変わってくれないの？声が耳元で続くようになって3日目。限界を感じた俺はあのダムへ確かめに行った。行けば終わる気がしていた。行かなければずっと背後に気配を感じたまま生きることになると思った。夕暮れ前のダムは人がほとんどいなかった。空気は重く、風もなく、堤防の上だけが異様に静かだった。俺はゆっくり手すりに近づいた。前に見た位置、あの頭が漂っていた場所を確認する。水面は静かだ。沈んだ気配も浮かぶ影もない。終わったのか。そう思った瞬間だった。手すりの下からゆっくり指が出てきた。白く細い5本の指。水面から伸びたのではない。まるで堤防の裏側に張り付いていた手がそっと位置をずらしたような動きで現れた。俺は息が止まった。次の瞬間手すりの下から別の指が出てきた。今度は左右どちらからも。ゆっくりじわじわと増えていく。まるで複数の誰かが堤防の下で立ち上がろうとしているみたいに。足がすくんで動けなかった。
その時だ。後ろで、ねえ、代わってよ。と、あの日と全く同じ声がした。耳元ではない、真後ろ、息が当たるほど近く。振り返れない。でも背中に誰かの顔の気配だけが張り付いていたんだ。俺は逃げようとした。だが足を一歩踏み出した瞬間、堤防の向こうからバシャッと水が響いた。思わず目を向けると水面に一つの頭が浮かんでいた。あの日と同じ位置、同じ角度、そして同じようにこちらを見ていた。ただ一つだけ違う。その顔が俺の顔だったんだ。水面の俺が口を動かした。やっと来てくれた。堤防の下の指が一斉に手すりを握りしめた。カチッと金属が鳴る音。俺は反射的に背を向けて走った。その瞬間真後ろで誰かが手すりを乗り越える音がした。振り返れなかった。でも分かった。迫ってくる足音が俺一人のものではなかった。あの日以来、俺は暗い場所が苦手になった。特に静かな水辺がダメだ。水面を見ると必ず自分の顔が二つ映る気がする。どっちが本物なのかもうわからない。